き分けがいいだと？死にに行くがいい。老子は、鶏を縛る力もないほど非弱だぞ。これでは死にに行くようなものではないか。兵本、お待ちください。安潮は無謀な真似をする男ではありません。おそらく何か策があるのでしょう。名を名乗れ、この各界、名もなき者は切らぬ。大張りの安潮、商船とは、俺のことだ。貴様があの廃物王子か。俺の剣は、海外の貫徹より、鍛えられし者。髪の毛さえも断ち切る鋭さ。刃渡り3弱3寸。重さは6斤資料。今日、それが廃物を切るために使われるとは、実にもったいない話だ。俺の銃は、長さ9寸。成功によって鋳造され、口径は4センチ。100歩いないなら、100発100中。猟犬を仕留めるのが専門だ。今日貴様を殺すにはうってつけだな。死ね。一つ真理を教えてやろう。悪役は喋りすぎて死ぬものだ。各界が動き出すぞ。あいつはもう、終わりだ。卑劣な奴め、八つ先にされるのを待っている。シュートだ。早く撃て。いいパスだ。撃て。早くシュートしろ。撃て。ああ。早く撃てば決まっただろうに。塩路、早く起きてください。兵元がもうすぐお見えになります。どの元、お目覚めですか？まさか死んでいなかったとは。しかも転生した先が、大張国の第四王子だと。安潮殿のもと。兵元のお出ました。父上。この親不孝物が、他の王子たちは皆、武芸の鍛錬に励んでいるというのに、貴様はのんきに眠りこけているとは、皇族の名誉ごしめ。者とも、こやつを連れ出せ。上刑50回に処す。そんなの、撃ち殺されてしまう。父上、怠けていたわけではありません。昨晩は遅くまで、学問に励んでおったのです。それで寝過ごしてしまいました。貴様が夜通し勉学だと、父上、塩弟は、言い訳をしているだけです。私と勝負をさせようではありませんか。勝負だと、この兄上はいつも俺を目の敵にしやがって。ならば今日はたっぷりと、花っ恥を追ってやる。勝負か。面白い。なんで競うつもりだ。簡単なものが良いでしょう。競うのは、かなえ持ち上げです。かなえか。よかろう。かなえで勝負だ。塩弟よ。もし貴様が負けたら、皇宮から出て行ってもらう。庶民に身分を落とし、二度と、大張皇室の、面汚しをさせぬためにな。父上。かなえを用意する。父上、このかなえは、300金ございます。私は、このかなえを持ち上げましょう。よかろう。ヨードの元は、生まれつきの怪力だ。まさか300金を持ち上げるとは。これぞ我が大張国の福なり。英治の力はさらに磨きがかかった。実に見事だ。やるじゃねえか。本当に持ち上げやがった。だが兄上、今日あんたが負ける相手は、この機械工学博士なんだよ。英治の力はさらに磨きがかかったな。実に見事だ。塩弟、次はお前の番だ。俺が持ち上げたのは、300金だ。俺に勝ちたければ、せめて、350金は、あげねばなるまいな。たかが300金か。俺が持ち上げるなら、1000金を持ち上げてやる。塩弟よ、大ボラも、いいところだな。1000金を持ち上げるだと、父上を愚弄するつもりか。兄上にできなくとも、私にはできる。ものとも、棒と縄を用意しろ。テコを作るのだ。たかが数本の利き入れで1000金を持ち上げられると、高等無形な話だ。兵元、ご覧ください。安潮殿の元が本当にかなえを持ち上げられました。視点さえあれば、地球をもう動かしてみせる。宣言。これほど聡明だったとは、実に見事だ。宣言する。この旅の勝負、商戦の勝ちとする。いいえ、父上、納得がいきませぬ。塩弟は、卑怯な手を使いました。秘策に頼るなど、皇室の威信を汚すものです。父上、弟の負けとしてください。兄上、
文句があるなら、兄上も奇策を使えばいい。ふん、そのような小細工、使うに値せん。皇室の面汚しだ。控えよ。この度の勝負、確かに商戦の勝ちだ。だが、商戦員、鍛錬を怠っているのは、紛れもない事実。見事のりを伝えよ。本日より、安子王府への支給を一切停止する。沙汰を待て。御意。父上、父上。所詮、いい気になるなよ。この狩りはいずれ必ず返してやる。どのもと、屋敷の使用人が、また二人逃げ出しました。なぜだ？お金がないからです。もう3ヶ月も、給金が支払われておりません。王子に転生したというのに、これほど貧乏だとはな。どうやら、早急に金稼ぎの方法を考えねば。どのもと、お食事の用意ができました。羊肉はなかなか新鮮だな。なんだこの味は。なぜこんなに苦いのだ？屋敷には精製塩がなく、荒塩しかありません。それで、料理が少しくくなってしまいます。お前棒へ取りに行けばよかろう。すでに行ってまいりましたが、分けてもらえないどころか、ひどい目に遭わされました。ふざけるな。私のものに手を出すとは。行くぞ。乗り込むぞ。すもも懐出てこい。ここにおりますよ。何用ですかな？お前がすもも夏か。妻子を一金持ってこい。この妻子は、貴重なものでして、宮中御用達でございます。宮中のみの使用だと？ならば、他の王の屋敷にあるのはなぜだ？同じ王といえども、核というものがございます。どの元も、他の王と同様に、兵元に重用されるようになれば、この妻子も、自然とお手元に届くでしょう。この、人を身元しよって、腐れ宦官め、叩きのめしてやる。どの元なりませぬ。彼は兵元の側近です。彼を撃てば、兵元への不敬に当たります。うせろうせろ。妻子が欲しければ、夢でも見ていろ。妻子だな。私自ら生成してやる。この妻子は、天のさず、借り物、天元広しといえど、政府に意外に、生成できるものはおりませぬ。もし本当にできるなら、私めが、ひざまずいて、犬の鳴き真似をしてみせましょう。いいだろう。ひざまずいて、犬の鳴き真似をする準備でもしてろ。ですが、もし生成できなかったら、どの元がひざまずいて、鳴き真似をしていただきますよ。私めも長く使えておりますが、未だかつて見たことがない。王が土木にひざまずきなき真似をする姿など、楽しみで仕方がありませんな。あまり得意げになるなよ。見ていろ。行くぞ、どけ。どの元、あまりに無鉄砲すぎます。あんな賭けなど、すもも高校とするべきではありませんでした。もし負けるようなことにでもなれば、必ずやそうなるでしょう。都中の笑い物になります。安心しろ。この私が負けるはずがない。さあ、始めるぞ。中学の科学で習ったんだ。荒潮から、妻子を生成する方法をな。あの腐れ宦官に負けるわけがない。安潮殿のもと、もう二期差も経ちましたぞ。例の妻子はどこにありますかな？皆、首を長くして待っておりますよ。私の泣き真似を見たいんだろう。お分かりであればよろしい。期待しておりますぞ。もたもたせずに、早くひざまずいて、犬のように泣きなさい。上手になければ褒美をあげますよ。ほら、その節穴をよく開けてみていろ。これを見ろ。本当に妻子だ。まさか、こんなことがあり得るのか。すもも高校、賭けに負けたら清しく認めるものだ。約束を果たしてもらおうか。これは安潮王殿のもと。私めは、ほんの冗談を行ったまででございます。本気にしないでください。無礼者中。安潮王殿のもと。本王は冷遇されているとはいえ、だが本王が今日お前を切り捨てたところで、父上は、私を同行することはないぞ。ほら、泣け。ワンワンワン。なかなか似ているな。パイラジ。はい。承知いたしました。これを。スマホもない。ネットもない。娯楽施設すらないなんて。本当に退屈だ。どのもと、退屈しのぎなら、百花楼兵行ってみては？百花楼？また何人か舞姫が来るそうだ。舞姿が実に美しい。あそこは遊郭じゃないのか？ええ、そうです。
前世では一度も行けなかったが、今世では拝ませてもらうとしよう。行くぞ行くぞ。ちょっと、あんな場所、女の子が行くところじゃないぞ。ここが百花楼か。やはりここは、他とは格が違うな。中にはこれほど天然の美女ばかりだとは、整形で止まったネット有名人の顔よりずっといい。これくらいで驚かないでください。百花楼の花魁こそ、絶世の美女ですよ。聞いた話では、誰であれ、司会で優勝すれば、花魁と一夜を共にできるとか。花魁と一夜を、最高じゃないか。行くぞ。その司会へ案内してくれ。かしこまりました。殿本。店員、今日ここで、首位を勝ち取れば、花魁と最高の夜を過ごせると聞いたぞ。お前ごときが兄上、嫌な奴とはよく会うものだな。なぜ私ではダメなんだ。やれやれ。ろくに字も読めないくせに、詩を読もうなどと、これ以上恥をさらすな。花魁は、間違いなく、この私のものだ。俺は獅子大会のチャンピオンだぞ。投資も創始もお手のものだ。お前など恐るるに足りん。自慢ではないが、死のこととなれば、百花楼の誰一人として、私の相手になる者はいない。いいだろう。七夕も近い。七夕を題材にしよう。それぞれ一首ずつ詩を読む。負けた方は、その場でひざまずき、ここから割って、百花楼を出るのだ。七夕が題材か。100首くらいなら暗記している。いいぞ。ならば拝見させてもらおう。我が兄上が、どうやってここからは出るのかをな。おしまいだ。殿本歯学がないというのに、詩を読めるはずがありません。もし平本が今日の集体を知れば、また罰を受けるに違いありません。ジャック様、やはりおやめになりませんか？見ろ見ろ。使用人にまで無理だと思われているぞ。それでよく、私に立てつけたものだ。おとなしく負けを認めたらどうだ。男が簡単に負けを認められるか、見せてもらおうではないか。小殿がどうやってここからは出るのかを。私は幼い頃から、学問に励んできた。3歳で詩を読めたのだぞ。貴様のような、道家に負けるはずがない。まったくだ。小殿の詩を拝見したことがあるが、実に才気あふれるものだった。古今どっぽの出来栄えだ。負けるはずがない。もし、小殿が貴様に負けたら、俺の名字を貴様のものにしてやる。今日はたっぷりと思い知らせてやる。泥を塗ってやり、父上の逆鱗に触れさせれば、皇族から追放できるだろう。いいだろう。者ども、筆と墨を用意しろ。この小殿、身なりだけは立派だが、死の腕前はどうなんだか。安心しろ。完膚なきまでに、叩きのめしてやる。おとなしく張って出ていくんだな。牛音淑女は、笠崎の橋で結ばれ、溢れる涙は雨となり注ぐ。軽月は、静かに雲に隠れ、清らかな風が吹き、愛は絶えることなく、続く。見事だ。まさに絶世の名作ですな。小殿、さすがは東大図一の奇才だ。こそ、早く負けを認めろ。こんな打作で私を屈服させようとはな。私の詩を侮辱するなら、さぞ素晴らしい詩を読めるのだろうな。今日はお前たちの、その節穴をしっかり開かせてやる。よく見ていろ。私が今から、誠の傑作とは何かを教えてやろう。小安子、筆と墨を用意しろ。虚勢を張るのはよせ、まともに字も書けまい。言っておくが、一生かかっても、詩の一首も読めまい。早く土本座して謝るんだな。そうか？書き終わったぞ。みんな、解くとは意見してくれ。貴様のようなもと、手くそな腕前で、品評に値するとでも？この字は実に見事だ。駄菓子の方はどうだ？一体どんな出来栄えか。誰か読んでみてくれないか。四男坊の字が、なぜこれほどうまい？冗談じゃねえ。俺の書道作品はな、小レベルの書を書くったこともあるんだぞ。彩雲は妙をなしなが、レボシは恨みを伝う。銀河は遥か密かに渡らん。秋風と朝露ひとたび会えば、世のあまたの仰せに勝る。情愛は水のごとく、良き日は夢のごとし、忍び敵は、笠崎の橋の帰り道。二人の思いが永久であるならば、朝夕共にいる必要があろうか。私はまるで牛尾のようだ。我が職業を持っている。胸が張り裂けんばかりだ。ありえない。貴様にこんな詩が書けるはずがない。どうです、小殿？
結果は明白だ。お前の負けだ。約束通り張って出て行ってもらおう。本気で俺に恥をかかせるつもりか？その報いに耐えられるのか？どうしました？小殿、負けを認めるべきでしょう。しらばっくれるおつもりですか？そうだ。小殿、負けは負けだ。今日は、確かに彼の勝ちだ。俺は昭栄だ。玄帝の第二王子。平元に封じられたようだぞ。お前たちの誰が、俺に、負けを認めさせられるというのだ。まさか第二王子だったとは、ようさまだ。商戦、俺に勝ったところでどうなる？誰がこいつを支持するか見てみろ。確かに負けた。だが、約束など守る気はない。文句あるか？はははは。旦那様、この辺で引いておきましょう。あまり追い詰めない方が。お前をどうこうはできないが、しかし、不誠実だという悪評は、すぐに広まるだろうな。そうなれば、皇太子どころか、親王の座さえ、危うくなるのではないか？兄上少し我慢してください。俺の名声に傷はつけられん。必ず皇太子になってやる。見ろよ。王が本当にひざまずいたぞ。この男、なかなかの凄腕だ。本当に陽度の元をひざまずかせるとは。なかなかのやり手だ。今後は、厄介なことになりそうだ。今日の出来事を言いふらす者がいれば、急速皆殺しにしてくれる。調子に乗るなよ。今日の屈辱、いずれ必ずや、何万倍にもして返してやる。どんな手でも使ってみろ。受けて立ってやる。多日を待つ必要などない。今日この場で陽王、王土の元の雪辱を果たそう。貴様、何者だ？もう、馬分祭と申す、士分に少々通じており、王土の元のお力になりたく。まさかあの馬分祭か。コーナン随一の最古で、100年に一人の天才と謳われる男だ。コーナン随一の最古か。東白虎と同等の核というわけか。あまり強すぎなければいいが、さもなくば、厄介なことになる。このお方が、原始王子の安王土の元だと知ってのことか。それでも本王のために尽くす気があるか。あの方も王子だったのか。では二人は身の兄弟ではないか。二王子の文武両、同武利と、平元からの寵愛を知らぬ者はおらぬ。四王子については、ただの道楽者の国潰しに過ぎん。貴様。良いだろう。いずれ本王が即位した暁には、必ずや、お前を上昇に任じよう。だがその前に、お前の実力を見せてもらおうか。文才。必ずや、全力を尽くします。ボロワディ、ウォロマナ、モック、安シオードのもと、私分の勝負を続けさせていただきたい。敗者はひざまずいて犬の鳴き真似をし、さらに自らの片腕を立つ。この勝負、受ける勇気はありますかな？いいだろ。本王は視線の再来なり、受けぬ道理はない。では、公平を期すために、林殿にお題を出していただきましょう。承知した。それならば、戦学被災ながら、お題を出させていただきます。どのもと、この馬文才はコーナー。随一の最古です。勝負はやめておきましょう。本日の安潮殿のもとは、お体が優れません。勝負のことはまた後日に。体調不良だと、負けるのが怖いだけだろう。逃げ出しても構わんぞ。主人の代わりにひざまずいて吠えてみせろ。それから片腕を立つというのはどうだ？わかりました。私が。立て。どのもと、私のようなものの面目など構いません。腕の一本を失おうと、お使いいたします。話してください。立つんだ。本王がここにいるのだ。兄弟同然のお前に、これほどの屈辱を味わわせるわけにはいかん。それに、必ずしも負けるとは限らないぞ。林殿、お題をどうぞ。安しオードのもとに、これほどの定規があったとは、噂とは、随分と違うようだ。定規があったとて何になろう。馬分際と死を競うなど、犬の鳴き真似をする姿を拝むだけだ。当店で新たな酒をご用意いたしました。甘美で清冽な味わい。鬼ホタ、この酒をお題に、詩を一首ずつお読みください。制限時間は先行。一本が燃え尽きるまで、良い題だ。さすがは花魁だ。先日縁んだばかりの死がある。ちょうどあつらえ向きだ。貴様はただ、俺の、出世の踏み台になるのを待っていろ。先行など必要ない。七歩歩く間に縁で見せよう。かけてもいい。魔高子が先に傑作を披露するはずだ。安しオードの元に至っては、母、一句でも読めれば、上出来だろうよ。一カメの際は観戦に似て、静かに百花松竹の前に向かう。飲み干せば見にこともなく、美人は一人夕日に眠る。確かに良い詩だ。百花楼の美酒と、実に見事に調和している。林殿、この詩、お気に召しましたかな？魔高校。さすがは比類なき才気。この詩、
深く感じ入りました。魔皇子。それに、ヨ王殿の元も、こちらへ、私自らお茶を点てましょう。ヨ王殿の元、どうぞ。よかろう。やはり、期待を裏切らぬな。待て、林花魁。まだ私の死を見ていないではないか。どうして私が負けたと決めつける？貴様ごときが何者かなど、天元の誰もが知っている。先ほど私の死に勝ったのも、どこかで買ってきたものに違いない。今読もうとしている詩など、見る価値もない。まさか、本気で魔皇子に勝てると思っているのか。自負するわけではないが、詩を読むことにおいて、天元に恐れる者などおらん。魔皇子、ヨ王殿の元、こちらへ。百花の美醜婚香り、玉湾に盛り来る琥珀の光、ただだ。主人の農苦客を弱しめば、知らずいずれのところか。これれた今日ならん？安し王殿の元のこなし、なかなかの出来ではないか。ただだ、主人の農苦客を弱しめば、知らずいずれのところか。これれた今日なら、妙なるかな。実に見事だ。これほどの傑作を、こうもやすやすと読めるはずがない。奴は道楽者のクズではなかったのか。これほどの司祭があるとは。林。花魁、今回は誰の勝ちだ？言うまでもなく、安し王殿の元が一枚上手だな。安し王殿の元、こちらへどうぞ。私自らお酌をいたします。今宵は、心ゆくまでのみ、明かしましょう。では、林殿にお願いするとしよう。だが、ここでの件は、まだ終わっていない。馬分祭、そろそろ賭けの約束を果たしてもらおうか。安し王殿の元、どうかご慈悲を、ほんの冗談のつもりだったのです。貴様ごときが、この本王と冗談を言える立場か？高安子。は、どの元、さっさと犬の鳴き真似をしろ。泣かないなら、容赦はせんぞ。ワン、ワン、ワン。よ王様、お助けを。腕が折れそうです。小生、いい加減にしろ。賭けを持ち出したのは、そちらの方だろう。私のどこがやりすぎだというのだ。兄上、どうやら納得がいかないようだな。それなら、もう一度勝負するか？貴様。小生、この恨み、死ぬまで忘れんぞ。いつでも受けてたと。天がこの商戦を生まざれば、死の道は万個。長い夜のごとし。こいつ、傲慢すぎるぞ。仕方あるまい。それだけの才能があるのだからな。林花魁、上平行か。安し王殿の元、どうぞこちらへ。この容姿、この気品、アイドルなんて足元にも及ばない。アイドル？アイドルとは何ですか？おもちゃの一種だ。男なら皆、好きなものさ。林花魁、もう夜も更けてきた。そろそろ、休むとしようか。殿元、そう焦らずに、まずは語らいましょう。お嬢様大変です。事件です。無礼シャツ、客人の相手をしているのが見えないのか？は、私、少々失礼いたします。ああ、行ってこい。殿元、今日は心ゆくまでのみ、明かしましょう。ああ、心が落ち着いていないな。明らかに何かを兼ねている。私を酔いつぶすつもりのようだ。ならば、あえて策に乗ってやろう。どんな企みがあるのか見せてもらおうか。殿元、安し王殿元。夜行衣だ。売価表。それも毒が塗ってある。彼女があの冷酷な殺人鬼、売価女卑族だったのか。殺しのたびに必ず残していくという、梅の花の表彰を、まさか、ここに隠れていたとはな。道理で、役人が捕まえられないわけだ。まずい。早くここを離れなければ、戻ってきたら、命はないぞ。殿元、なぜそんなに早く戻られたのですか？私はまだ始めてもいないのに、どうしてもう終わったのですか？始まる前に終わってしまうなんて。殿元、まさかあちらの方は。何があちらだ？早く行け。ぐずぐずしていると逃げ遅れるぞ。お前は先に帰れ。私は後で行く。承知いたしました。今日の収穫は悪くないな。殿元、亀治、こんなに遅くまで。なぜ起きている？私めは、お待ちしておりました。殿元がお戻りにならないと、心配で眠れません。こうして戻ったではないか。早く寝なさい。殿元、今後はあのような場所へは行かないでください。
あそこの女たちは不潔です。今井を移されますわ。もし、どうしてもとおっしゃるなら、私めが、お相手をいたします。この娘。まだ若いが、なかなかいい体をしているな。あの花魁にも引けを取らない。今夜は彼女に決めよう。よし、今夜はそなたにキャを命ずる。はい、殿元、こちらへ。兵元のお越しである。こんな夜更けに何用だ。父上、このような夜分に、何かご用でしょうか。夜中まで寝もせず、モーセ、どこへ行っていた？父上、女泥棒を捕らえに行っておりました。小の字何本目、やはりお前の差し金か。いいだろう。まだ懲りていないようだな。今夜、必ず野暮ケツを掘らせて、後悔させてやる。塩弟よ。兵元のお前で嘘をつくとは、不景気は丸木くんの罪だぞ。小仙よ。よく考えてから発言せよ。十分に考えております。父上、確かに、女泥棒を追っておりました。父上、私は、この目で見ました。女泥棒を捕まえに行ったのではなく、義楼へ通っていたのです。私の輩元たちが、証人でございます。小仙、何か言い分はあるか？父上、義楼へ行ったのは、遊びが目的ではありません。捜査のためです。女泥棒の行方を追っていたのです。黙れ。まだ言い逃れをするか。勅命である。安潮、小仙、義楼で遊びにふけり、皇室の面汚しをした。上刑30に処す。半月の禁足を命ずる。父上、すでに突き止めました。女賊の行方を、あとは人をやって捕らえるだけです。それだけで済みます。父上、塩弟がそう言い張るのですから、女賊の居場所を突き止めたと。私を捕獲に向かわせては、塩弟の潔白を証明するためにも。兵法、お前が自ら迎え。御意、兵元。殿元。なんと大胆なことを。よくもあんな嘘を、死に行くようなものです。長安、何をそんなに慌てている？嘘をついたのではないか。モーセ、兵元を義いたのであれば、旧族皆殺しの刑だぞ。兵元、すべてはこの者の罪です。私が殿元をそそかしました。百花老兵行くようにと、罰するなら私をお罰しください。小仙、まだ言い逃れをするつもりか？塩弟、過ちを認めるなら、未だ、真実を話しさえすれば、父上もあるいは、寛大な処置を戻されるかもな。父上、私は、女賊を捕らえに行ったのです。救い様のない分からずやめ、手の施しようがない。狂言罰に処さねば、示しがつかぬ。出会え。殿元、捕らえました。想像し、何事だ？兵元、お騒がせいたしました。本当に捕らえたのです。売価の女賊を、安潮王の元の手柄でございます。本当に例の女賊を？あの売価の女賊をか？相違ございません。すでに天狼へ送りました。本当に、例の女賊を？あの売価の女賊をか？相違ございません。すでに天狼へ送りました。ありえん。女賊は、冷酷無比な、人殺し、お囃子軍ですら捕らえられなかった。それが操ごときに、養育捕らえられるはずがない。何かの間違いだ。陽殿元、お疑いなのですか？私の兵元への忠義を。しまった。兵法は、父上の腹心。彼を怒らせては、面倒なことになる。教皇、今の言葉は、失言だった。だが、この件は、あまりに信じがたい。兵元、女賊はすでに天狼へ収監いたしました。いつでもお調べいただけます。小仙、今回はよくやった。安潮府の諸経費は、慣例通りに戻すとしよう。宮殿へ戻るぞ。父上、奏上したい重要事項がございます。まずい。あいつ、きっと父上に俺の告げ口をする気だ。まだ何かあるのか？女賊を追跡していた際、その過程で、ニアニ上が、密かに女賊を隠っているのを見つけました。それは誠か？父上、お聞きください。これは誤解です。私は知りませんでした。塩弟が女賊を追っていたなど、父上、どうかご明察を。お前という奴は、危うく大事を損なうところであった。陳の口悟しを伝えよ。世を所営。親王の爵位を剥奪し、軍王へ降格とする。今後の働きを中止する。静音に感謝いたします。たとえ、俺が軍王に降格されたとしても、剣王である貴様よりは2階級も上だ。貴様は一生、俺の足元にいろ。兵元の口里しである。安潮は、女賊捕獲の功績により、軍王に昇進させる。謹んでこれを受けよう。父上に感謝いたします。謹んで受けよう。父上に感謝いたします。ニアニ上、私も今や、同じ軍王です。
あなたと肩を並べる身分ですよ。これからは二度と私を見戻すことはできませんね。救助から生まれたセンタネが、いい気になるなよ。安潮王土のもと、平元が普段、あなたを遠ざけているのは、身のところ、あなたを守るためなのです。お母様は、救助の出身、強力な外石の後ろ盾もありません。もし世継ぎ争いに巻き込まれれば、命がいくつあっても足りません。まさか、自分から足を踏み入れるとは、世継ぎの争いに、もともとそのつもりはなかったが、こうなっては仕方ない。あなたが否定しても、もはや誰も信じませんよ。どうぞ自愛なさってください。そういうのなら、受けて立とうじゃないか。これでも私は現代の博士だ。貴様らのようなこの者に、負けるはずがない。転生したからには皇帝まで上り詰め、この人生を謳歌してやる。ではこの老体、どの元のご分を祈っております。お見送りいたします。最近の兵たちの訓練だが、なぜこうもだらしがないのだ。どの元、毎日これっぽっちの訓練量で、どうやって敵を倒すというのだ。今後の訓練量は3倍にしろ。さらに5キロの走り込みだ。どの元、兵たちは毎日肉を口にできず、半年もの間、給金も一銭すら受け取っておりません。訓練する力など、残っていないのです。このままでは、皆逃げ出してしまうでしょう。どの元、最近は、羊の肉が値上がりし、50分になりました。府内ではどの元以外、我らはもう、1ヶ月も、肉を食べておりません。私は今そんなに貧乏なのか？羊が買えないなら、豚肉を買って食べればよい。豚を一途買ってこい。どの元、我らにあんな卑しい肉を食らえと言うなら、死んでも見断りです。そこまで言うか。なぜだ？豚は卑しい肉です。臭味がひどくて花をつき、元せんなものが食うものです。ならば大儲けできるではないか。臭味を消す方法があるのだ。その上食べてみれば、羊よりもずっとうまいぞ。早く豚を買ってこい。安潮度の元はあんまりだ。給金も払わぬどころか、それはまだ我慢できるが、あんな卑しい肉を強いるとは、屈辱的すぎる。他の王子に仕えていれば、毎日贅沢ができたというのに、あの方についたばかりに、ズボンを膣に入れるほどの貧乏暮らしだ。もうやってられん。そうだ、やめてやる。よし、皆落ち着け。臭味を取り除く方法があると言っていた。見に行こうではないか。もし、わざと我らを辱めているのなら、私が皆を率いて、安市王府を離れ、他の主に使えるまでだ。期待長に従います。どのもと、大変です。飛天虎たちが謀反を着てています。もし無理に強いて、豚肉を食べさせるなら、離反すると言っています。亀地との元をお守りしろ。私はお囃子軍を呼び、鎮圧してくる。何をそんなに急ぐ。私の作る豚肉を食べれば、奴らは、一生私に付き従痛くなるはずだ。それに、奴らには、豚を買って稼いでもらわねばならん。豚を買って稼ぐのですか？どの元、熱で頭がおかしくなったのか。どいていろ。木酒を持ってこい。これが臭味消しの決め手だ。ぼーっとするな。野菜の元ごしらえをしろ。ちょうどいいところに来た。小安子、亀治、料理を出せ。これは、私が作ったばかりの、豚の角煮ともつ鍋だ。これぞ私の自慢の料理だ。食べてみろ。豚肉を無理やり食わされるのはまだしも、今度は、持つまで食えというのですか？侍は殺すべきも、辱めるべからず。そうだ。侍は殺すべきも、辱めるべからずだ。殺せても屈辱は受けぬ。お前たちがそう言ったんだな。食べないんだな。ならば本王が先に味見してやろう。油が乗っているがしつこくなく、口の中でとろける。うまいぞ。隊長、どうします？我らも一応は、王府の親衛軍です。どうして持つのような、気味の悪いものを食えるのですか？いい香りだ。野郎ども、早く食ってみろ。本当に趣味が全くないぞ。早くしろ。さあ、遠慮するな。どのもと、臭味消しの方法をご教示ください。そうすれば田舎の母上も、一年に何度か、肉料理が食べられます。よし。今すぐ教えてやろう。この臭味消しの秘訣はな、木酒を使うことにある。だが、最も重要なのは、豚の虚勢を覚えることだ。どういう意味ですか？つまり、幼いうちに豚を虚勢するのだ。そうして育った豚は、獣臭さがなくなる。怖い。私が直接見せてやろう。おい。今日から、
お前たちは、日々の訓練の他に、養豚の知識も学んでもらう。例えば、子豚の肥育方法や、母豚の産後ケアなどだ。将来私は、最大の養豚場を作って大儲けする。どのもと、母豚の産後ケアまで、ご存知なのですか？当然だ。この世に私以上に、詳しい者はいない。冗談ではない。私は博識なのだ。この程度のことがわからぬはずがない。どのもと、我らは戦場で、敵を撃ちたいのです。このような、無意味なことはしたくありません。なぜ無意味なのだ？私には夢がある。いつか私が皇帝になったら、天元の民すべてに、豚肉を食べさせてやる。これに意義があると思わないか？どの元が本当に皇帝になられたら、我々はまさに重流の神ではありませんか？どの元のためなら、火の注水の中、厭うことはありません。どの元のために、剣馬の労を尽くします。どの元、帝位争いに加わるお覚悟ですね。それには、多くの危険が伴います。兵士たちの弓矢や兵器は、実に、古臭いものです。一新せねばなりません。そうでなければ、どの元の安全を確保できません。弓矢か。ちょうど研究していたところだ。復刻版の諸葛連動な。これなら役に立つだろう。造作もないことだ。明日、軍海司兵行って、一つ作らせてやろう。この世に二つとない、神道な。どの元、軍海司は、覇王の勢力圏です。行かれれば、恥をかかされるだけかと。恥をかくのはどっちかな。行くぞ！安潮殿のもと、ご挨拶申し上げます。殿もと、本日は、我が軍海司にどのようなご用件で？新たに弓道を設計した、これを製作してもらいたい。殿もと、申し訳ございません。現在、軍海司は総出で、製作に追われております。陽殿の元が設計された戦車をな、手が回らないのです。あちらも軍王。私も軍王だ。高度の。あからさまに、差別されるおつもりか？殿もと、誤解でございます。職人たちに聞いてこい。安潮殿の元のために、働く者がいるかをな。承知いたしました。安潮殿の元にお伝えします。観光殿、職人たちは皆、時間がないと、安潮殿の元の遊びに付き合う暇はないと。ブレイシャ。それでは、安潮殿の元を侮辱することになるぞ。観光殿、彼らは確かに、そう申しました。あいつらは本当にわからずやで、安潮殿の元、あのような連中を、相手にはなさいませんよね。もちろんだ。負け犬のと覚えなど、気にする必要もない。ここにローサムという、職人がいるそうだな。彼を呼んでくれればいい。どの元、ご存知ないのですか？そのローサムは、偏屈な性格でして、設計図が気に入らなければ、間違いなく、罵倒してくるだろう。誰の顔も立てない男ですから、どの元、やはり別の人に変えた方が。腕のある者は得てしてき難しいものだ。まずはこの設計図を彼に見せてこい。かしこまりました。どの元、お前は、ローサムに設計図を届けてこい。気を利かせろよ。言い方は分かっているな。高大人、なぜどの元にお茶を出さぬのだ？申し訳ございません。不徳の致すところです。すぐに湯を沸かせますので。お前、どの元、やはり帰りましょう。この軍会。つか災害に、熟練の職人がいないはずがない。安潮殿のもと、早くお帰りになった方が、さもなくバローサムに罵倒されることになりますぞ。面目が、丸つぶれになります。安心しろ。彼に誠の腕があるのなら、私の設計図に、心底心酔するはずだ。どの元は、随分と自信が終わりのようですな。では、拝見させていただきましょう。守備はどうだ？一言一句漏らさず話せ。ローサムが言った言葉をな。どの元に申し上げろ。彼が申すには、これほどまでに、天才的な設計は見たことがないと、もしこれを完成させれば、必ず役人を揺るがす仕方となるでしょう。本当にそう言ったのか？そういございません。3日後に受け取りに来ると伝えろ。その時はただ、いなる褒美を取らす。どの元をお送りいたします。ローサムの口を借りて、奴をがくめてやろうと思ったものを、まさかの、オサムが空気を読めぬとはな。では、この件は、ヨードの元へご報告されますか？必要ない。鉄鋼戦車は、用の多い、争奪の計略に関わるのだ。余計な気を散らすな。信じられん。出来損ないに、何が良いものを設計できるものか。
どの元、あのローサムとかいう男、本当に信用できません。本当にどの元の連動を作れるのでしょうか。調べさせたところ、奴は軍下5日左前隊で、最も腕が良い。ただ正確に難があるせいで、ずっと冷遇されているがな。奴にできぬなら誰にもできん。父上がここにおられると知って、また手柄を横取りする気か。ニアに上か。まさに犬猿の中だな。それがどうしたというのだ。一度ならず、まだ満足できぬのか。二度目まで奪おうとはな。言っておくが、今度は君の思い通りにはいかないぞ。行くぞ。父上が中で待っておられる。へえ、もっと、先ほどご覧いただいた、精巧な軍旗は、すべてよ、王土の元の案に基づき、改良されたものです。いずれも、性能が大幅に向上しております。特に、陽土の元が設計された鉄鋼戦車は、極めて堅牢。100両を横一列に並べれば、まさに鋼鉄の頂上。数千の騎兵の突撃をも防げます。実に良い。これぞまさに国を守る神器であるな。兵元、この神器があれば、我が大張国は、もはや、趙国の敵機兵肉することはありません。おめでとうございます。兵元、誠におめでとうございます。あはははは。4時、何か褒美が欲しいか。遠慮なく申してみよう。父上、私は、当然のことをしたまでです。褒美などは不要です。さらにもう一つ、連土の改良案を考えておりまして、威力を大幅に強化でき、なおかつ、資格だ。兵元をお守りせよ。これほど深く突き刺さるとは、凄まじい威力だ。エイジ、申してみよう。これはお前が新しく設計した弓か。私は、ただ構想を練っていただけで、これほど早く設計できるはずが、だが、これは名を挙げる好機だ。誰が設計したなど関係ない。この軍海司にある限り、私が言ったものの、手柄になるのだ。兵元、これこそ陽土の元が設計された新型の土です。連動か。やってくれるな。小家の次男坊め。よくも俺の手柄を横取りしたな。大変なことをしてくれたな。あんな遠くから放たれて、これほど深く突き刺さるとは、これほどの威力。世にも稀なり。父上、もしこれを鉄鋼戦車と併用すれば、我が大張は天元無敵となりましょはははは。エイジ、実に見事だ。見直したぞ。四男坊。毎日遊びほけてばかりおらず、何もしないのはやめろ。兄上を見習うがよい。う。物を学ぶには、素質というものが必要です。四男坊のような素質では、遊びほうけている方がお似合いですよ。その通りだ。兄上のやり方は真似できません。私には恥という概念がありますから、人の手柄を奪うなど。どういう意味だ？私が手柄を横取りしたというのか。俺の手柄を奪っただろう。連動を設計したのは俺だ。あの塔は本当にあいつが、ありえん。たとえ事実でも、決して認めるわけにはいかない。さもなければ、取り返しのつかないことになる。安し陽土のもと。この連動は明らかに陽土のもとが設計されたものです。軍海司に命じて作らせたものだ。それがなぜ、お前の設計になるのだ。お前が朝廷で、どんな評判か知らぬ者など、おらぬ。そんな言葉、誰が信じるというのだ。商船、ろくなことを学ばず、よりによって嘘を覚えるとはな。チンが知らぬとでも思ったか。お前が荒んだあの死も、すべて金で買い取ったものだろう。ニアにはすべて調べ上げているのだ。さっさとひざまずいて、過ちを認めぬか。嘘などついておりません。死は確かに私が得んだものです。連動の図面も私が引きました。断じてひざまずきません。よかろう。あくまでひざまずかぬというのだな。何が何でもひざまずかせてくれる。者とも、こやつを引きずり出して撃て。ひざまずいた過ちを認めるまで撃ち続けよう。そのままひざまずかないことだな。父上に撲殺してもらえばいい。まさに天の助けだ。お前さえ死ねば、連動設計の功績は、陽土の元のものになるのだ。兵元、お待ちください。これほど不服を申すのであれば、いっそあの土を放った。いてを読んで、事情を問うてみては。彼なら設計者が誰か知っているはず。馬でもあるまい。こやつにこれほどの一品が作れると思うか。よかろう。上昇の顔に免じて、あの職人を呼んで参れ。チンが直々に問う。兵元、演武将はいかがでしょう。よかろう。演武場へ向かう。御意。兵、元。ローサム、兵元が連土の件でお尋ねだ。偽りなく答えよ。連土は陽土の元の設計にございます。チンガト、この連動を設計したのは誰だ？兵元、私めには分かりかねます。私が受け取った図面は、すべて関西様が届けさせたもの。
私は製造を任されただけにございます。兵元、私が預かった設計図は、ヨードの元より、商船。これでもまだ言い逃れするか。父上、連動は私が設計したのです。潔白を証明させてください。真相はすでに明らかだ。これ以上、白を黒と言いくるめるつもりか。この連動には、致命的な欠陥がある。わかっているのか？笑わせるな。私が設計した連動は完璧だ。欠陥などあるものか。発見いたしました。この連動は、威力が凄まじく、通常の牛気の剣では、数10回使うのが限界です。私めは、ずっと苦慮しておりました。改良の策が見つからずにおりました。兄上、この連動が兄上の設計ならば、改良する方法をご存知では？これは、もうせえ。父上、私はまだ存じ上げません。ですが、だからといって、これが私の設計ではないということにはなりません。父上、通常の牛筋のメネでは確かに無理ですが、氷三子を、牛筋と合わせて弦をなせば、1000回以上の使用に耐えられます。さようか。なぜ思いつかなかったのだ。それと、この連動ですが、中央にバネがあり、成功で鍛造しましたが、思うような効果が得られません。改良法をご教示いただけませんか？ローサムよ、2つ目の欠点まで見抜くとはな。ならばタングステン鋼を使え。タングステン鋼の精錬法については、後で教えてやる。感謝いたします。殿元、兵元、この連動は、間違いなく、安潮殿の元の設計にございます。父上、私の記憶違いでした。連動は、私の設計では、ございません。高氷だ。すべて高氷のせいです。兵元、お命だけは、一時の迷いでございました。記憶違いでした。連れて行け。上刑50回。辺境、ヘル系、2ショス。兵元、お許しを。兵元。お前については、鉄鋼戦車の設計に免じて、功罪そうなカバトシ、不問に付す。父上、賢明なご判断です。商船、連動の設計、見事である。本日より、軍会、司の管制を兼任し、連動の製造を指揮せよ。他の褒美については、通例に従い取り行う。父上、感謝いたします。いい気になるなよ。必ず軍会司で、お前を、再起不能にしてやる。疲れた。父上、まだ相乗すべき重要事項がございます。鉄鋼戦車は、沈国の新規などではなく、国を滅ぼす最悪にございます。父上、どうかご明察を。国を滅ぼす最悪だと？商船、何をデタラメを言っている。父子、奴の残言を信じてはなりません。私を、陥れようとしているのです。装甲戦車は確かに堅牢無比ですが、その重さは1000斤にも達します。4頭の馬でようやく動かせる程度で、実戦では知らせるには、6頭も必要なのです。その費用は想像を絶します。しかも、北方は丘陵地帯が多く、装甲戦車など、戦の役には立ちません。たとえ戦場に出したところで、無様の鉄くずに過ぎないのです。万が一、横転でもすれば、兵も馬も、敵の錆となるだけです。そこで伺いたい。我が大張に装甲戦車を作らせるのは、国を滅ぼそうとしているからではないのか。そうでなければ、何だというのだ。少尉、真に納得のいく説明をせよ。父子、私は、国に忠誠を誓っております。天地人命に誓って、嘘はございません。塩弟は、私を排斥しようとして、私を陥れているのです。父子、どうか、ご明察を、父子、ご明察をお願いいたします。兵元、老臣の不徳の致すところ、その問題点に気づくのが、遅れました。ただ、安潮殿の元のおっしゃることは、いささか誇張かもしれませんが、この装甲戦車は、決して憎ってはなりません。本日より、昭栄の軍王の位を剥奪する。剣王に、降格とする。に兄上、まだ私を脅すつもりですか？愛する塩弟よ。兄が悪かった。もう二度とお前には逆らわない。頼む。父公に取りなしてくれ。どうかは下脱しないでくれと、私の軍王の位を。剣王も悪くないですよ。私も長年そのくらいでしたから。次はあなたの番です。行くぞ。殿元、実にお見事です。妖王を3度も打ち負かすとは、残る2人の王子を退ければ、大使になれますね。簡単に言ってくれるな。妖王がそう簡単に引き元がるとは思えん。裏で策を練っているに違いない。どの元を陥れるために。小安子の言う通りだ。これからが正念場だ。ローサム、不眠不休で取り掛かれ、一刻も早く完成させるのだ。どの元、これは何ですかな？これは拳銃だ。メイは、デザートイーグルという。どうだ？作れそうか？何台ですな。ですが、どの元ご安心を、2日いただければ完成させます。ならば、私の命をお前に預けるぞ。期待を裏切るなよ。
兄上、死の奴はあまりにも横暴です。父上を欺くことばかりで、そのせいで、私は爵位を剥奪された。父上は当時、あの救助を寵愛していた。今はまた、その息子を寵愛している。もしかすると、すでに彼に好意を継がせるつもりかもしれん。兄上が今動かなければ、大使の座は、死弟のものになるぞ。商戦か？これまではずっと、奴を眼中にすら置いていなかった。まさかあのような手段を持っていたとはな。こうなれば、兄としての情けは無用だ。容赦はせぬ。殿元、ご所望のデザートイーグルが完成しました。どなたか使者を。やるな、ロロ。わずか2日で作り上げるとは、想像以上の出来栄えだ。どの元の設計が完璧すぎるのです。おかげで迷いなく作業できました。褒めすぎだ。私はただ図面を形にしただけだ。だが、これさえあれば、どんな死角に狙われても、恐れることはない。ローロ、この剣は絶対に他言無用だぞ。さもないと命を落とすことになる。元彼。ハケ。黒幕は誰だ？殿元、死角です。もう遅い。我らの棟梁が自ら動いた。すぐに商船の首が飛ぶはずだ。ん？どうした？今の叫び声。仲間のようだが、ありえん。あの役立たずの王子に抵抗する力などない。死んだのは、奴の護衛に決まっている。それは何の暗器だ？なぜこれほどの威力がある？知りたいか？いいだろう。先に誰の差し金か、教えろ。我らは死した。死んでも主の名を吐くことはない。者ども、かかれ、今宵こそ、商船を仕留めるのだ。頭。奴の暗器は不気味すぎます。撤退だ。命あってのものだねだぞ。逃がさん？軍事訓練で射撃を学んでおいて正解だった。さもなければ、今日は命がなかっただろうな。どの元、全滅です。明朝、これらをすべて順防衛へ運べ。いいか？大々的に見せつけながら運ぶんだ。なぜそこまで派手にするのですか？そうしてこそ、よこしまな連中を牽制できる。兄上、大変です。暗殺に失敗しました。そんなバカな。送り込んだのは一騎当選の手だれだぞ。失敗するはずがない。本当に、失敗したのです。八体の遺体は、すべて順ボーイと名に送られました。父上は、すでに徹底調査を命じておられます。おしまいだ。もう終わりだ。商船のやつ。我々の仕業だと気づいているはずだ。兄上、早く何とかしてください。兄上、早く何とかしてください。兄上。そう焦るな。奴らが出発する前に、奥歯に毒を仕込ませてある。我々のことを白状するくらい名無しを選ぶはずだ。それに、今、即任の使節団が帝都に入った。父上はそれどころではないはずだ。それよりお前だ。最近はおとなしくしていろ。あの四男に手を出すのは控えろ。殿元、護衛隊が毎日豚肉を食べるせいで、屋敷の蓄えが底をつきました。その上、明日は月給の支払い日です。これ以上給料を滞らせれば、護衛隊どころか、使用人たちも皆逃げ出してしまいます。養豚で利益が出るのを待つには、少なくとも3、4ヶ月はかかります。その頃にはもう、手遅れですよ。塩の商売はどうだ？極上の採塩を生成できるんだろ？稼げないはずがない。どの元、それだけはいけません。塩と鉄は、すべて官営です。塩を扱えるのは朝廷だけ。勝手に売れば、打ち首になります。この私が、博士ともあろう者が、金稼ぎごときに手こずるとはな。そうだ、殿元。詩を読めるのではありませんか？追句を合わせるのも朝飯前のはず。兵元がお触れを出されました。祖国士不死団の追句に答えられれば、黄金千両を賜ると。黄金千両か？黄金千両は白銀万両に相当する。ふむ。銅銭1000万枚だな。それなら、護衛隊の半年分の経費が賄える。よし。馬車を用意しろ。3台するぞ。承知しました。ハリミカド兵元。もう三国。6時間も経ちましたぞ。答えはまだでないのですか？これ以上答えられないのなら、この平川城は、我が即任のものとなりますぞ。ようよ。こうなんだ。一の最高、触覚に迎えたのであろう。蘇我公主のこの追句。彼なら答えられるはずだ。彼なら答えられるはずだ。父上、
申し上げます。彼にも、答えはわかりませぬ。上昇、そなたは大張の家境、首席で通った身。今や天元に名の知れた大家だ。答えはわかるな。兵元申し上げます。蚕は天元の虫なり。これは、文字を分解する託辞連です。蚕という字を、天と虫に分けたもの。極めて難解でございます。老臣の力不足ゆえ、即座には思いつきませぬ。他の者はどうだ？誰も答えられぬのか。大張がお前たちを養って、何になる？堂々たる大張国が、優れた人材を輩出していると聞いていましたが、即人の女子である私が出した、ついくすら返せぬとは、どうやら見かけ倒しのようですね。事前の約束通り、平川城は、我が即人に帰属します。張見門兵元、署名をして引き渡しを。誰かある？筆記用具を。父上、お待ちください。私に返せます。返せますとも。大胆不敵だぞ。所詮、朝廷を騒がすのは重罪だ。者とも、連れ出せ。板内さん10階の刑に処せ。父上、私は、蘇我公主の追句に答えられます。父上、彼は目立ちたいだけなのです。大張の面目のため、追い出してください。このお方がもしや、大張で有名な安し王土の元ですね。一文字も読めぬ無学だと聞いていますが、天元に名高いのうなしではないですか。拝見したいものです。あなたのような能なしが、どんな元句を出すのか。者とも、商船を引きずり出せ。沙汰を待て。商船を連れ出し、沙汰を待たせよ。父上、たかがも自分会の追句ではありませんか。蚕はペンの元の虫。私の元句は、甲はエベのカラス。甲はエベのカラス。兵元。これは、千古に残る名刀です。兵元。本当に答えたぞ。そんな、ありえないわ。私が知恵を絞り尽くして考えたのに、今まで誰も答えられなかったのに、あの能なしがなぜ答えられたの？実に見事だ。安しよう。よくやった。案の定、秦を失望させなかったな。蘇我公主、我が大張は、お前の追句に答えたぞ。この平川城は渡さぬ。お前は国へ戻って報告するがよい。忌々しい。また奴に手柄を奪われた。いいえ。これは単なる偶然よ。次の追句にも答えられない限り、さもなく馬場が大。その敵刑が、直ちに平川城へ出兵します。お前、前言撤回するとは、即にはそれほど信用がないのか。私はただの女子に過ぎません。なぜ信用など守る必要がありますか？それに、天元を親和する張見門ともあろうお方が、まさか、この私ごときを恐れているのですか？父上、塩弟が、それほど追句に長けているのなら、蘇我公主の要求を飲んでもよいのでは。ならば、ニヤニ上の期待に感謝いたします。決して期待を裏切りませんよ。やはり、ただのクズめ。私の宝札のケースら、見抜けねとはな。よい。お前の要求を聞き入れよう。安しようよ。陳を失望させるなよ。父上、ご安心ください。この私が、必ず焼き体に応えてみせます。追句に関して言えば、蘇我公主とやらは、私の弟子になる、資格すらなかろう。冗談ではない。前世で歴史に名高いメイクはすべて暗記しているのだ。小娘一人に、遅れを取るはずがなかろう。大きく出たものね。よくお聞きなさい。私の植句はこれよ。暴行老、暴行流、暴行老女、暴行流、功労先行、交流先行。蘇我公主。あまりにも無礼ではないか。この勝負。受けるわけにはいかぬ。上昇。どういうことだ？兵元、申し上げます。このトイックは、即二の100年絶対と呼ばれる、何代、100年樹間誰も解けなかったものです。このような勝負は不公平です。我が大張は受け入れられません。即二が何代を出せるのは、我が国の実力ゆえのこと。不服なら、張国も同じような難題を出せばよいでしょ？あと一刻。時間を与えますわ。もし答えられなければ、我が代その敵機が開か、あしろへ進軍することになりますわ。せんよ。父上、これは、即二の100年不当の難題だ。死のやつに解けるはずがありません。先ほどの次回きつい句が解けたのも、ただの偶然です。その通りだ。すぐさま天元に布告することを提案します。一刻あれば、解けるものが必ず見つかるはず。兄上、一刻では少々届けることすらできぬ。さては、わざと即二を助けているのか。父上、兄上はすでに即に寝返り、内通者となっているのではと疑っております。でたらめだ。父上、私は忠誠を誓っております。死の奴が、根も葉もないことを。実に見事な内輪もめですこと。安し王土のもとは、天元に名だたる無能かと思っておりましたが、他の王子の方々は、それ以上に愚かなようですね。もうよい。しよう。申せ。
一国のうちに、元国を導き出せるのか。たかが子供騙しの追句ごとき、一国も必要ありません。一国も必要ないと言ったのだ。今ここで、元句を披露しよう。我が大祖で100年。誰も解けなかったものを、お前ごときに。それは貴様ら、即二の話だ。即二の人間など、皆くず同然。よくもそんな恥さらしな口が叩けるな。言わせておけば、口の減らない安しおめ。ならば、早くも徳を言ってみろ。追句として整っていなければ、我が大祖の10万の敵兵が黙ってはいないぞ。父上、老子にこれ以上、無様な目立ち方をさせて、国辱を晒させるわけにはいきません。老子、目立ちすぎるのもその辺にしておけ。追句が浮かばぬなら、早く元彼、別の策を考えねばならん。老子、早くも徳を言え。行為、父上。その国には、1000年の歴史を持つ古井戸があるとき、気を読んでおります。名は因がつい、井戸の水は甘露のごとく、決して枯れることはない。ならば、その井戸を、大にして対をなしましょう。因がつい、おかしいな。聞いたこともない。私の元句は、これです。因がつい、因付き影。因がつい中に因付き影。がつい万年。月影万年。月位万年。月影万年。兵元。これもまた、1000個の核にございます。老子があの即二の100年絶句を解いてしまうとは、もはや生かしてはおけんな。因がつい、因付き影。因がつい中に因付き影。がつい万年。月影万年。よい。実に見事だ。老子、さすがは我が息子。真を失望させなかったな。ありえぬ。これは我が大祖の100年絶句だぞ。あやつに解けるはずがない。どこぞから盗作したに決まっている。盗作などしておりません。ですが、ある御方から啓発を受けたのは確かです。私一人の手柄とは言えません。ほら見ろ。認めおった。自ら白状したな。ハリミカド兵元。安しようが自作ではないと認めた以上、この勝負、貴殿らの価値とは認められません。先時、正直に申せ。一体どういうことなのだ。一体どういうことなのだ。だから言ったのだ。老子にこの千個節句が解けるはずがないと。他人の元句を盗用しただけではないか。いいえ、誰に知恵を借りたのだ。両国の国交に関わる、死罪に値する大罪だぞ。この塩地は、なんて馬鹿正直なんだ。何でもかんでも喋りよって。私は啓発を受けたと言っただけで、誰かに追句を作ってもらったとは言っていません。何をそんなに焦っているのです。父上、私に啓発を授けてくださったのは、父上ですよ。陳賀か？さようです。父上は、常に天元を胸に抱いておられます。その暴行牢を平らげ、因がついで軍馬に水を飲ませることを、片時も忘れてはおられません。ですから、私はその父上の御心を知っていただけです。今日になって出された問題だ。見事だ。実に見事だ。私を最も理解しているのは、やはり先時だ。陳は確かに、常にそう考えておる。兄上、どうです？父上もたった今、お認めになりました。先ほどの御言葉は、父上の首をプンネよという意味ですか？父上、滅相もございません。誤解でございます。ふん。しまった。この小せがれにはめられた。蘇我公主。我々の勝利だ。ハリソ国境の大軍を撤退させていただけますか？我が側には一諾千金。大軍は当然、撤収させる。だが我が側には、ハリ国とさらに大きな賭けをしたい。ハリミカドにその度胸が終わりかどうか。私と賭ける勇気があるか。さらに大きな賭けを。蘇我公主。それはどういう意味だ？なのかの。我が側にの文武の達人たちを、ハリ国と共和せよ。もし蘇我に勝ちすれば、ハリ派西路を蘇に勝つ上せよ。我がハリが勝った場合は？ハリガに勝ちすれば、蘇は返還しよう。昨年、ハリから奪った先週と、年収の西路をな、一生につき一条を返還する。上昇。どう思う？賭けを受けねば、そこは必ず野軍を出し、攻め寄せるでしょう。賭けを受けるとしても、安潮が頼りになるかどうか分かりかねます。父上、我が大張、畑氏をもて、建国した国、武闘で即に荷後れを取ることはありません。文闘については、海洋が勘もなく、食元が組屋での修行を終えて戻ります。即任を相手に、必ず矢引けを取らぬ戦いをするでしょう。兵元、慶応のゴール通りです。食元が組屋は、天元の学問の最高峰。海洋もまた、食元の名士であらせられる。その際は抜きに出ております。海洋が立ち、安潮がそれを支えれば、我が大張が深くを取ることは、ございますまい。よかろう。その賭け、我が大張が引き受けた。よろしい。では7日、後に会いましょう。このなけと、
7日間。後に会いましょう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 。待て、父上、賭けに条件を一つ、加えさせてください。もし即にが破れたら、蘇我公主には、私の夜伽の側室になっていただく。いいわ。どうせ勝てないでしょうから。ならば、私も一つ条件を。もしは陸にが負けたら、安しを。あなたは私と共に添え戻り、私の奴隷になってもらう。よし。交渉成立だ。死弟、武藤には私、文藤には三弟がいると分かっていて、大張りの勝利は揺るぎない。その機に乗じて、そんな要求を出すとは、実に計算高い男だ。兄上は、大張一の使い手ですから、大張が勝った暁には、そつき姫は、長兄上の戦利品となるべき王法。お前の出番などあるものか。即には万全の準備できているはず。決して容易には勝たせてくれまい。窮地を救い、大張を立て直すのが誰か。まだわからぬぞ。少なくとも、お前ではないはずだ。よしなさい。争うのはやめよう。虎を撃つには兄弟。戦には不死というではないか。対戦は目前だ。兄弟一致団結せねばならぬ。わかったか。は、父上、肝に銘じます。昇竜。お前は兵を率いて国境へ向かい、小里氏を迎えよ。無事に帰国できるよう、万全を期せ。商船、お前は謹慎して、学問に励め、いずれさん。兄を助けられるようにな。父上、死弟が今日勝てたのは、ただのまぐれです。今日ついただけのこと。7日の、即二の精鋭が勢揃いすれば、どさくさに紛れて勝つなど、不可能。その時の勝負は、私と三弟に頼るしかありますまい。老子については、取り合いぬと遊ばせておけば、10分です。なんということを言うのだ。やはり老子も参加させよう。見聞を広めるためにな。以上だ、源枯れ。失礼いたします。三、弟。大江上。よくぞ戻ってきてくれた。兄上、何をそんなに急いでいるのですか。はあ、最大の敵ハローにだと思っていたが、まさかあの老子だったとはな。老締め、3年飛ばず泣かず、ひとたび泣けば人を驚かすか。父上の体調は日増しに悪くなっていると聞く。老子はそれを見て、目立とうと出てきたのだろ今やろうにも、私を助けると決めた。老さんよ。お前はどうだ？私を助けるか、それとも老子か、あるいは、自分自身のためか。私など、これっぽっちの才しかありません。兄上と争うなどめっさうもございません。ですから、当然兄上をお助けします。我ら兄弟が心を一つにすれば、文に長け、武士に引いて、天元統一など、たやすいことだ。だが今は、即利の挑戦に全力で応じることが先決。老子のことなど、敵ではありません。ここ数年、食元が組屋におりましたが、文才で私に勝てる者は、数えるほどしかいません。武士は兄上が、文は私が、この戦、大張りの必勝です。その時、大使くらいは、兄上のものに違いありません。行こう。歓迎の宴をしよどの元、お求めのものが完成しました。どの元、また何か新しいものを設計されたのですか？ちょうどいい。亀地。さあ、これを着て、本王に見せてくれ。どの元、これは、何ですか？これはストッキング、ミニスカート、ハイヒールだ。早く着替えて本王に見せてくれ。どの元、これは、あまりにも露出が過ぎます。私め、恥ずかしくて着られません。これが露出だと？これはファッションの最先端というのだ。2000年減っても廃れることはない。早く着てみせれば、たっぷりと褒美をやるぞ。ほら、早く行け。完璧だ。まさに完璧だ。そこらのインフルエンサーよりずっといい。どの元、お前たちはどう思う？ヒテントラ！は、この衣装の美しさは、まさに古今未曾有です。天女が舞い降りたとしても、これほどではないでしょう。この装備こそ、私の生涯における最高傑作です。
亀治、お前はどう思う？確かにとても美しく、粋な装いです。私目も、大変気に入っております。ですが、これを着て外に出るのは、風紀を見出すかと、物笑いの種になってしまいます。構わん。ファッションには想像が必要だ。それ以上に、リードすることが必要なのだ。皆が良いと思うのであれば、よし、香りないない国際ファッションレディース、アパレルグループを本日、正式に設立する。その時は、お前が会長だ。どのもと、どういう意味ですか？つまり、会社を作ってお前に任せるということだ。管理を任せる。この手の婦人服を専門に作り、店元中に売り出すのだ。この世で一番稼げるのは誰の金か知っているか？女の金だ。もちろん、アイクリームやスキンケア、口紅も開発する。生産ラインを拡大していけば、確信している。そう遠くないうちに、女から稼いだ金で、100万の軍勢を養うに十分な額になるだろう。本当ですか？どのもと？もちろんだ。これらは21世紀では全て現実なのだからな。では、即二との勝負はどうなります？もし慶応と海洋が勝ってしまえば、どのもとは、女の金で稼ぐ日を拝めないかもしれません。お前の言う通りだ。だから、軍海司は不眠不休で、この二つを早急に作り上げろ。白刀と、プレートアーマーか。これは、そうだ。まさに白刀とプレートアーマーだ。なあ。白刀とプレートアーマー。これを。そうだ。白刀とプレートアーマーだ。その時、お前の100人隊には、すべては、九刀とプレートアーマー。そして連動装備させる。どれほどの敵を相手にできる？この白刀とプレートアーマーは、陣馬と元も、一刀両断など、造作もない。さらにこのプレートアーマーを身にまといえば、撃など皆無だ。少なくとも、トベの敵と渡り合える。よし。次に、三々成人系を教えてやろう。これで武闘の勝利は間違いない。文闘に関しては、投資総資300首の蓄えがある。天元の文豪とて、恐るるに足らん。三々成人系？それはどういう意味ですか？三々成人系は、林という名の元帥が、日本軍に対抗して編み出したものだ。歩兵戦術の極致と言える。日本軍？強いのですか？当然だ。だが、この陣形に敗れたのだ。では、投資総司とは何ですか？俺が新しく作った言葉だ。つまり、優れたシーカという意味だ。覚えたな。各自、行動開始だ。は？明日のお前試合、秦は、陣田心配である。兵元、慶応の武芸は、天元無双、海王の最地も比類なき者。文武、どちらにおいても、即任に良心を超える者はおりませぬ。だからこそ、心配なのだ。叶わぬと知りつつ、試合を挑んでくるとは。きっと陰謀があるに違いない。ところで、長男と三尾は何をしておる？慶応と海王は屋敷にこもり、試合に向け、準備を重ねております。ふむ、関心である。四男は何をしておるのだ？安潮様は、その首里の、ええ、もうしてみよ。安潮様は、女子の服を設計され、量産の準備をしておられます。女子の服だと。一体、どんな服だ？安潮が設計した服を持って参れ。これは何だ？なんたるハレンチな。実に見苦しい。兵元、お怒りをお慎めください。そうだ。陳は怒っておらぬ。怒るに値せぬわ。どうせ奴には期待しておらん。試合が終わったら、たっぷりと球を据えてやる。ハリミカド兵元、本日の文闘。試合内容は我が即二が決める。即二が勝てば、ハリクニは一条を割城。即二が敗れれば、一条をハリクニに返還する。ハリミカド兵元。異論はございませぬか？異論はない。皇帝に二言なし。よろしい。7日前、安潮殿の元は随分と目立っておられた。本日も、その勢いで、攻めて来られるのでしょうな。姫様、計算違いでしたな。本日、我が大張を代表して出戦するのは、三弟の海王である。職元の名士、証拠聡だ。私など、名ばかりのものに過ぎません。姫殿元が、この私をご存知だったとは。姫殿元、奴らは海王殿元を、あんなに恐れています。三弟の才名を知っているとは、この勝負勝ったも同然だ。さっさと負けを認めろ。早く降伏するんだな。即二銃を探したところで、三弟の叶う者など、一人もおらぬわ。
誰がソニショウコサトシを倒せる者がいないと言った。だ。大使兄。リュン、ハリミカド兵元にご挨拶申し上げます。こちらのリウンドの模職元が組屋の名士であり、海洋度の元の大使兄でもあります。追具を最も得意とされています。聞き及ぶところによれば、海洋度の元は、かつてリウンドの200回挑みましたが、一度も勝てなかったとか、海洋度の元、今日の勝負、競うまでもありませんね。これでは海洋度の元の負けは決まったようなものだ。小里氏。大使兄、あなたは正の人間だ。即二を代表して戦う資格はない。私はその皇室に婿入りした。今はもうその人間だ。貴様、父子。私は大使兄の相手ではありません。この曲、負けを認めます。次の曲で、必ず宿り戻してみせます。上昇、密かに集めた500名の名士団に賞賛はあるか？兵元、リウンは追句の王と称され、勝てる者はおりませぬ。ハリミカド兵元、この曲、負けを認めますか？それとも、負けを認めますか？やはり負けを認めるのですか？我が大張が、父子、たかが婿養子ではないですか。追句なら、私が奴を倒せます。なんだと、安シオードの元が視線なさるぞ。恥を晒しに行くだけだ。望み通りにさせてやろう。父子、塩弟に自信があるのなら、試させてみれば、よろしい。よかろう。では安しようよ。我が大張を代表して戦え。貴殿は客だ。先に神の句を出せ。私の神の句はこうだ。統計山の山に、ワトリが戦う。制限時間は先行1本分だ。兵元、統計山の山鶏が戦う。これは明らかに海文追句ですな。海文追句。海文追句とは、順に読んでも逆に読んでも、同じになる句だ。神の国動物がいれば、元の国も、動物を入れねばならん。極めて難易度が高い。名士団の中に答えを出せる者はいないか。早く安翔に伝えろ。先行1本分の時間は短すぎる。そんなはずはない。安しオードの元、兄弟2人で力を合わせるがよい。不正とはみなさぬ。小里氏。父上にお答えします。半日の猶予があれば答えられるかもしれませんが、先行1本の時間では、考案者であるシアニ以外、天元に解ける者は、おりますまい。三が兄上、恐怖でトラウマにでもなったか？小学生レベルの追目ごときに、情けないほど怯えおって。塩弟よ、お前はこの追句の奥深さを、全く分かっていないようだな。よくもそんな大口が叩けるものだ。ただの海文の追句ではないか。奥深さなど微塵も感じん。随分な自信だな。ならば答えてみろ。口先だけなら誰でも言える。先行の時間を忘れるな。すぐになくなるぞ。よく聞け。これが私の追句だ。龍院ほら、中ほら院流。上昇、いかがかな？素晴らしい。龍院ホラ。中ホラ院流。実に見事な出来栄えです。ありえん。この機械は10年間、1日で解けた者などいない。なぜこれほど早いのだ？追具の王よ。私の答えはどうだ？かろうじて貴様の勝ちだ。次はお前の出番だ。屈服させてやる。覚悟しろ。よって壁を借りるとき以外、私は何者にも屈しない。よく聞け。私の脱数役はこれだ。煙草リチと柳。上昇、この句はいかがです？不詳。私目には、一見しただけでは、奥義がわかりかねます。まさか、たった5文字の植句を出すとはな。四男坊よ。わざと父上に恥をかかせる気か？父上、提案がございます。今の勝負は、向こうに、老子は元句を合わせるのは良いが、自ら出したこの植句は、実に見るに耐えません。やはりさん、弟に変えましょう。孫圧公主、交代を要求する。植句を出した後で交代だと？それは敗北を認めるのと同じではないか。いや、認めよう。交代を許可する。私は反対だ。この句で勝負だ。解けるものなら解いてみろ。先行2本分の時間をやってもいい。解けないか？では、橋尾さんボンだ。好きなだけ相談するがよい。スマモ殿、これはどういう意味だ？この英句はそんなに難しいのか？これは伝説の五行連だ。食元が組屋にも一つの追句があるが、300年もの間、誰も返せずにいる。上昇、五行連とは何ですか？五行連というのは、各文字の辺にそれぞれ、金、木、水、火、土が含まれ、元連も同様にせねばならん。その上、意味も通じている必要がある。この追句は、あまたある追句の中でも、最も深遠で、計り知れぬもの。安塩のこの一連は、まさに千個に一度の絶対だ。まさか、あやつにこれほどの才があったとは。ハリミカド兵元、海洋度の元に出題を代わってもらうことに同意します。孫圧公主、すまないが、沈黙が変わった。交代はさせぬ。返せるのか？返せぬなら負けを認め、次の勝負へ進もう。このリュンが負けを認めるなど、ありえぬ。
たかが5行連一つ、返せもしないくせに、まだ威張るつもりか。恥知らずは見てきたが、お前ほどの恥知らずは初めてだ。あまり調子に乗るな。私は食元が組屋の筆頭弟子、天元に名を馳せる名士だぞ。名士がなんだって？名士と言っても、ただの入り婿だろうが、私がそなたなら、壁に頭をぶつけて、死んでるよ。顔向けできぬわ。これ式のことで起こるとは。我が愛しのお月よ。まだ勝負を続けるか？これ以上たわいを抜かすなら、その口、引き裂いてやる。引き裂くのは困るな。口づけで塞いでくれるなら、願ってもないことだ。己、この一局、我が即二の負けだ。次は司祭で共王ではないか。張国からは。また奴が出るのか。まさか。違うわ。次は三弟を送り出す。なぜだ？先ほど李雲を倒したのは俺だぞ。お前の追句は、確かに見事だが、詩を読むのは唐騎士だろう。当然、三兄上の出番だ。三兄上は、四川の再来と言われるお方。その司祭は、天元無双だ。視線が何だというのだ。俺だって、博士だぞ。そなたと馬分祭のことは忘れぬ。いかにして俺に敗れたかをな。父上、三弟の司祭は、食元が組屋においても、随一です。この一局は、三弟に出陣させることを提案いたします。父上、私はかつて死と共に、その国へ遊学したことがございます。当時、橋を読み、その最古たちを、ことごとく破りました。どうか私を、お信じください。では、次は海王に出陣させよう。父上。己の身分を忘れるな。お前は三兄上の助手に過ぎぬ。ハリミカド兵元、パリの国は、本当に海王殿の元を出陣させるおつもりか？もちろんだ。試験は、四川の再来なのだ。その国も用心することだな。この一曲、鮮やかに価値を収めてみせる。老子の花を、完全にへし折ってやる。この統制の視線がいる限り、誰が戦を名乗れようか。西兄。いかがかな？してい。まだ競うつもりか？西兄、あなたも正の人間でしょう。そう代表して戦う資格はないはずです。指定はご存知ないようだな。そうはすでに私を義手とされた。故に、私には資格がある。そうを代表して戦う資格がな。兵元、生と祖は共謀していたようです。我が大張を陥れようとしています。試験が勝てれば良いが、さもなく、場自体は取り返しのつかないことになる。ハリミカド兵元はご存知ないようですね。食元が組屋において、死の才能で言えば、海王殿の元を超える者は、ほんの数えるほどしかおりません。私の兄、雲ひもその一人です。試験。父上、私は必ずや全力を尽くします。おい、上昇。すぐに名士団に、試験に加勢させるのだ。御意、兵元。上昇、まさか、あの500人の名士に頼るつもりですか？あいにくですが、私がここに来る途中で、すでに死で、彼らを全員打ち負かしました。今頃彼らは、私の名を聞いただけで、腰を抜かしていることでしょう。ははは。試験。ならば全力で挑め。父上、私を出陣させてください。施策において、彼だけでなく、食元が組屋は皆、クズも同然です。大口を叩き折って、お前を出陣させるとして、軍令上を、角度胸はあるか。負ければ打ち首だ。望むところです。父上、死弟がそこまで自信満々なら、彼を出陣させましょう。私も賛成です。父上、私もし、弟を支持します。お前たち、よかろう。ならば安潮を出陣させよう。父上を失望させることは、決してございません。兄上法の応援にも、感謝いたしますよ。ですが、期待を裏切ることになるやもしれません。よし。この勝負の規則は単純だ。大派は陸にが決める。制限時間は先行1本分。2人同時に上西をしたためるのだ。完成後、針の者が書き写し、食元学宮の3人の学士に手渡される。そこで優劣を競うのだ。最後に名を明かす。この規則なら、針国側にかなり有利なはずだ。異論を唱える者はおらぬだろう。皆様、ご安心を。我らは、食元学宮、100年の名声にかけて保証いたす。絶対的な公平公正を期し、何人にも肩入れはいたしません。双方の作品は公に披露し、天元の人の批評を仰ぎましょう。月ちゃん、そっちが大を出すくせに、なぜ自分たちをひいきしないの？それは我々が信じているからだ。我らの司祭は、天元無双、小細工など不要なのだ。お前たちが不正さえしなければ、確実に負けるのはそっちだ。おい、前の約束を忘れるなよ。負けたら、俺の夜伽の側室になってもらうからな。雲日兄様、こいつを徹底的に叩きのめして、手加減は無用よ。
案ずるな。高邁よ。必ず矢望み通りにしてやろう。ただ、残念なのは、この視線たる私があんなクズと今日跳ねばならんとは、買ったところで、私の名折れだ。いいだろ。お前が台を出せ。おっと。俺より格好つけやがって。いいだろ。私の出す台は、返済しよう一種。もう兄様が最も得意とするのは返済しよ。返済しの王者と言っても過言ではないわ。四男坊が返済しで、強王だなんて、自ら負けを認めに行くようなものじゃないか。あいつの腕前じゃ、何を競っても負け飴に見えている。あの四男坊、辺境に行ったことさえないのに、なぜ返済しを選んだんだ？返済しなど、私には容易すぎる。私の実力を示すまでもない。貴様を完膚なきまでに叩きのめすため、機会をくれてやろう。台を出し直せ。貴様が返済しを得意としているのは百も承知だ。だからこそ、貴様の得意分野で、打ち負かしてやりたいのだ。グーの音も出ないほどにな。増長しよって、この点元で、私にそんな口を聞くとは、これほどの大口を叩くのは、お前が初めてだ。千よ、無理をするな。もう先生がお題を変えろと言うなら、従えばよいもの。私には投資がある。私のインスピレーションは、東々と流れる大河のごとく、溢れて止まらん。施策において、私は誰一人として恐れぬ。どのもと、もう少し、控えめになさってください。控えめに。私も控えめにしたいのは山々だが、実力がそれを許してくれなくてな。おい、モーノ。まだ勝負を続けるのか。やるならさっさと始めろ。私はもう書き終えたぞ。安しオードのもと、まだ一句目も書けていないのでは。少し待ってやりましょうか。無用だ。もう筆を使い慣れていなくてな。ちょうど書き終わったところだ。まさか本当に書き上げるとは。あやつのことだ。事前に準備していたに違いない。驚くには及ばん。聖書に回せ。三人の先生、よろしく頼みます。ハリミカと平元、公主度のもと、選考が終わりました。早く申せ。選ばれたこの詩は、我ら三人が一致して選んだものです。異論は全くございません。命をかけて保証いたします。この詩は間違いなく、古今を通じ、後世に語り継がれるべき傑作です。素晴らしい。前代未聞の秀作だ。それどころか、今後これを超えるものは、二度と現れぬでしょう。雲冷やに上、あなたの死がこれほど、高い評価を受けるとは。あの三人は、私を褒めるのに、同じような言葉ばかりな、20回も使いよって、もっと新しい表現はないのか？さて、三人の先生方。まずはどちらが勝ったのかも仰せ。勝った詩は、七言絶句、領収詩です。いやはや、恐縮ですな。私はかつて、辺境の領収にて、数木月を過ごしました。領収の総目には精通しておりますゆえ、これでは勝負にならず、申し訳ない。そう喜ぶのはまだ早い。万が一、それが私の領収詩だったらどうする？領収がどこにあるかも知らぬお前が、自分の策だと言い張るか。先生、早く朗読してください。恥知らずな輩に、現実を見せてやりましょう。果たして奴の詩かどうかを。武道の美酒や香の灰、飲まんと欲すれば、ビア場上に催す。両手サバにふすもくん笑うことなかれ。古来聖戦幾人抱える。これは、私の詩ではない。見事なしだ。雲冷やに上の詩は、まさに空前熱語ですな。もう、兄の司祭には一生かかっても到底及びません。さすがは現代の視線ですな。この作は500年は超えられまい。これほどの逸材が、我が大張のために尽くせぬとは惜しい。お目が高いな。この狸親父どもめ、これは偉人の資源だからな。一瞬で悟ったか。もう兄、実に見事な出来栄えでした。恐れ入りました。感服です。なあもう兄、今の心境を語ってくれませんか？もう兄、顔色が優れませんね。腹痛ですか？それとも腎虚ですか？どんどん背低くなってますよ。死にそうなんじゃないですか？雲冷やに様、どうされたのですか？なぜそんなに顔色が悪いのです？商船、いい加減にしろ。まさか、早く封を解け。誰の作家確かめるのだ。他に誰がいよう。この視線。もう殿に決まっている。商船。まさか四男坊だったとは。安し王殿の元です。天は我が大張に味方したのだ。ありえない。彼は領収など言ったこともないのに、どうして領収詩が書けるのだ？なぜ不可能なんだ？豚肉を食わずとも、豚が走る姿くらい見るだろう。もう雲火、採点もトムそうと豪語していたではないか。視線ではなかったのか。なぜ負けたのだ？警告しておく。そうは負けられない。さもなくば、その報いを受けさせるぞ。早く続きを競泳。早く来そうのだ。王女よ。もはや心がかき乱され、
詩を読むことなどできません。もう兄。そう。落ち込むな。負けは負けだ。友情が第一。勝負は二の次だよ。それに、これから俺に負ける機会は、まだまだ山ほどあるぞ。ははは。商戦、張り国が勝ったとでも思っているのか。言っておくが、お前たちの負けだ。完膚なきまでに負けたのだ。あちよ先生、出番です。げっちゃん、三局に勝ち制だろ。そのじいさんが一局勝ったところで、お前らの負けは変わらんぞ。じいさん、あつよ先生を知らんとは。大張りの人間は、やはり揃いも揃って、見識の狭い連中だな。学生、証拠聡が、妻子には家継いたします。妻子がお越しになったのは、即任のために戦うためですか？実は彼こそが、食本学宮の最終、純越だったのか。かつての天元第一の分子だ。当時はその名を轟かせていた。まさかこんなことになるとは。食元学宮の妻子までもが、外輪が大張りのために出てくるとは。やれやれ、わしは、お前たちの揉め事など知らん。わしはこやつのために来たのだ。俺か？じいさん、頭は大丈夫か？俺は背が高くてイケメンで天才だが、男に興味はないぞ。俺のどこが気に入ったんだ？直すから言ってくれ。無礼千万、ハリミカド兵元、皆様、先ほどの領収詩は、わしが作ったものだ。まさか、この小僧に盗作されるとは、これこそ断じて許しがたい。このじじい、そこまで恥知らずとはな。俺が唐の時代からパクった詩を自分のものだと言い張るとは。それだけではない。以前、お前が百花楼で作った、カササギワシ船も、やはりわしの作品だ。おいおい、お好きが強。お前らのこの悪どい手口、大したもんだな。いっそのこと言ったらどうだ？俺のこれまでのツイクも、こいつのパクリだってな。その通りだ。お前が竜に買ったツイークも、わしの盗作だ。こう消えなかカラスは、わしが一昨年に作ったもの。因果対は、わしが昨年に作ったもの。竜院ホラ、中ホラ院竜は、今年の上半期に作ったものだ。そして、煙鎖地遠柳に至っては、先月のこと。わしが心血を注いで創作したものだ。元の句はこうだ。桃年金甲鼓、ハリミカド兵元。これについては、釈明をいただきたい。商船、何か言い分はあるか？言うことなどあるものか。一目瞭然ではないか。こいつがどんな奴か知らぬわけではあるまい。一度にこれほど多くの詩を作るなど、おかしいとは思わんのか？今の世に純雨祭祀を除いて、他に誰が、これほどの普及の名作を作れるというのだ。恥知らずめ、本当に恥知らずだな。俺の価値観をぶち壊してくれたよ。さっきのシーカやツイクは、間違いなく俺が書いたものだ。自分が書いたとどう証明する？わしの命こそが証拠だ。その通りです。純雨先生は、東大随一のタイトであられるぞ。先生の御言葉を疑う者などは、この世におらぬ。死弟よ、他人の死を盗用するなど、一度や二度ではないではないか。これ以上見苦しく竿に立てれば、父上の顔に泥を塗ることになるぞ。父上、最主たる純雨先生のお立場からして、嘘をつくはずがございません。死弟のわがままをこれ以上看過できません。商船、陳が最後に、もう一度だけと、お前は本当に、このお法の死を、純雨先生の死を盗作したのか？父上、この恥知らずな老いぼれの盗作などしておりません。身の潔白を証明できます。どうやって証明するというのだ？自分がそんなにすごいというのか？ならば、この場で百首の詩を読めるか？一度に百首もの詩を読むなど、天元の誰にも成し得ぬことだ。老夫にも、到底不可能だ。だが、俺にはできる。もし俺がこの場で百首エインで見せたら、あんたより俺の方が上だと証明できるだろ？それによって、これまでのシーカもツイクも、すべて俺が書いたと証明されるはずだ。はははは。もし貴殿がこの場で百首読めたなら、老夫も認めよう。今日の勝負は、貴殿らは陸にの価値だと。約束だぞ。父上、死弟を元がらせてください。百首も読めるはずがありません。これ以上醜態を晒せば、ハリクには、天元の物笑いの種になります。さあ兄上、俺には無理だと思ってるのか？なら自分ができるならやってみろよ。去年売った2つの城を取り戻してみせろ。貴様。できないなら黙ってろ。そこらでおとなしく見物してな。俺の邪魔をするな。身の程知らずめ、お前のような兄弟がいるとは、証拠聡の肌。酒を持ってこい。良いぞ、標本。安しように酒を。今から詩を読み始める。とくと見せてやる。この商船、酒一途で四百編を。春眠深く暁、諸々に低調を聞く。やらい風の声。
花落ちつること知るたしょう。小前名月光。歌が裏くはこれ列上の下かと。頭を上げては、名月を望み。頭を手入れては故郷を思う。日は航路を照らして支援小図。遥かに、甘露滝の長川にかかるを、飛龍直元さん。歌が裏くはこれ。レギンガの宮殿よりおつるかと。どうだ？これらさん首も盗作だというのか？この三首は、わしの作ではないが、だが間違いなく、貴様のような、恥知らずな小僧が、どこかから盗んできたものだ。ならば、解くと聞くがいい。弓を引かば強く引け。木を持ち、いば長くあれ。人をシャンとせば、まず馬を射よ。賊を取らんとせば。まず王を捕らえよ。盗作に決まっている。白日は山により突きつき、黄河は海に入り手ながる。千里の目をきはめんと干し。さらに登る一層のろう。明月儀よりかある。酒を取りて晴天に問う。時に感じては、花にも涙をせんぎ。別れを恨んでは、鳥にも心を驚かす。二人の情が長く続くものならば、朝な優奈と共に、ある必要があろうか。よいてともしびをかき立て、剣を乱、夢に噛んで罰の笛が連意と名に吹く、海上明月を生じ、天外この時を共にす。一度皇庫にいれば、歳月に催され。化け物め。こいつはまさに化け物だった。300首を超えた。少なくとも、300首はある。どれもが不朽の名作ではないか。殿元、もうおやめください。これ以上読まれては、この世の文運が、すべて使い果たされてしまいます。お願いです。安し王殿のもと、我ら文人の生きる道をどうか残してください。もうすぐ80にもなろうという、死に損ないの老いぼれが、よくもこれほど浅ましい真似を、実に身元げ果てた高顔無知ぶりだ。世を欺き、名声を盗み、虚名を売り、名誉を釣り上げる。貴様が死なねば、貴様の重大先の子孫まで、世間に顔向けできなくなるぞ。この老いぼれ族め、死んでも罪は消えん。純雨先生、不届き者、小仙、よくも純雨先生を噴死させるとは。粗月公主、そう怒るでない。この者がジュングル祭司を噴死させたことは、必ず野罰を与えよう。だが、勝負の結果は、もはや明白であろう。今日の文官対決は、そなたらの勝ちとしよう。だが、武官対決があることを忘れるな。後日の武官対決にこやつが出てくるなら、貴様の命を奪い、純雨先生の供養としてくれよ。今日の文官対決の勝利、安潮の功績は絶大である。先時、何か褒美が欲しいか？父上、お褒めに預かり光栄です。息子として当然のことをしたまでです。褒美につきましては、父上の御心次第で構いません。ですが、一つ折り入ってお願いがございます。父上と二人きりでお話しした木々が、無理な要求でない限りは、すべて聞き入れよう。さあ、近くへ参れ。父公、直命を一口いただきたく存じます。後宮の妃の方々に、私がデザインした服を着てほしいのです。私の化粧品や口紅を使い、あの黒タイツやミニスカートなど、ハイヒールも。そう。それです、父公。すでにご存知でしたか？控えよう。その件は、まだ不問に付しておるものを、自ら口にするとはな。今日の功績に免じて、今回は不問にしてやろう。あのようなものの生産はすぐに止めよう。風紀を乱す、ハレンチなものどもな。さもなく馬断じて容赦せぬ。秦は懲罰をはっきりさせる。安代は、今日の文頭で太鼓を立てた。黄金1万両を賜う。錦100半もだ。では次に、協議いたそう。明日の、舞踏の件についてな。父公、もし明日、舞踏でも勝ったならば、また1万両いただけますか？舞踏だと、舞踏に勝つつもりか。文忠かと武闘は別物だ。文闘は口を動かすだけで済むが、武闘は真剣勝負。命のやりとりなのだぞ。もと手をすれば、命を落とす。忠告しておく。その命を大事にすることだな。父子、武闘は当然、この私が出ます。決してご期待を裏切りません。お前が出るなら陳も安心だ。だが油断はするな。即にも万全を期してくるはずだ。四男の線については、補佐など期待しておらぬ。厄介ことを起こさねば、それでよい。私を侮るとは、後で恥をかくのはどっちかな。今日の舞踏だが、どのようなルールできそう？昨日と同様、3番勝負の日本選手で、力比べ、
一騎打ち、そして軍勢対決です。予想通りだな。第一戦の力比べは、何を競うつもりだ？簡単なこと、カナエを持ち上げるのです。カナエを上げるなら、四男のテコの原理を使えば、我々の勝利は、決まったも同然ではないか。第一戦は、私が行こう。そちらは誰を出す？殿元、そう焦らないでください。まだ話は終わっておりません。安し王殿元が、テコの原理なるものを発明されたのは承知しております。ですが、この勝負では、テコの原理の使用は認められません。己の肉体のみで持ち上げねばならないのです。使わなければいいだけの話だ。側には誰を出してくる？我が側にを代表して戦うのは、天元第一の、怪力夢、そう、利元派だ。まさか利元はとは、奴の怪力は比類なき者。千金をも持ち上げると聞く。これでは安潮に勝ち目はない。あの利元は、派長の人間のはず。なぜ側にの代表として、出陣するのだ？スモモ将軍は、我が側に基準したのだ。今は我が側に、のちんばり大将軍、貴様らは陸国を討つために用意した。そう。趙の三国同盟が、我が張り国を包囲しようという、魂胆だな。その通りです、兵元。俺は800金をあげられる。貴様にできるか、小僧。無理ならさっさと降参しな。私はせいぜい700金が限界です。800金などあげれば、重傷を負います。どうすればよいのだ？慶応殿元に勝ち目はございません。降参しましょう。体力を温存し、次の曲にかけるべきです。三局日本選手ですから。次こそは、まだ希望があります。ならばゆえさんだ。慶応殿元。この曲は、降参しましょう。次の曲に備えるのです。父上。ご配慮に感謝します。針の奴らは、やはりふぬけばかりだな。俺様を見て、腰を抜かして降参か。父上、まだ競ってもいないのに、なぜ降参を？相手は天元無双の怪力、利元馬だぞ。誰が勝てるというのだ？文句があるなら、貴様がやってみろ。小僧、貴様のような弱虫なら、片手だけで相手をしてやろう。それで10分だ。もちろん。私が出るのではありません。父上、私は記載を一人飯抱えました。千金をあげ、八域の艦隊る者が、今こちらへ向かっております。笑わせるな。千金をあげ、八域も耐えられる者など、天元におらぬ。貴様にできぬからといって、他者もできぬとは限らん。父上、もし勝てねば、この命、捧げる覚悟です。安し王殿元、先ほど、私に目配せをされました。何か策があるに違いありません。任せてみてもよいかと。よい。降参は取り消しだ。勝負を続けよう。俺に勝ちたいのなら、千金をあげ、八域耐えてみせろ。貴様にできるか？スモモ将軍。いけるか？殿元は、かつて千金をあげたことがございます。されど、耐えられたのは、3域まで、今日は視力を尽くし、必ずや成し遂げてみせましょう。よし。身の安全に気をつけよ。無理なら、すぐに降参しろ。高川地域、造作もないことだ。では、お先にどうぞ。こちらの者は舞台裏で準備させております。さすがは天元第一の怪力無双だ。その名には地ぬ実力だ。おかしい。あの野郎。何か金でおるな。だが、一体何を？持ちこたえろ。もうすぐは地域だ。商船。この卑劣な子供が、スモモ将軍。早くそれをもとろして、奴に騙されるな。姫様、まだ耐えられます。もうすぐ記録更新だ。スモモ将軍。今すぐもとろすよ。命じます。スモモ将軍。安し王殿元の知恵は、まさに鬼人のごとく計り知れません。商船。あちらは、11域も耐えたのですよ。あなたの手勢はどこです？なぜまだ来ないのですか？誰もいない。ならば、父上までも、ギータということか。これは、不景気ワマルギ君の罪だぞ。首をかけるとまで豪語したくせに、父上、奴は皇帝をギータのです。この間抜け目。ああ、でも言わねば、あやつが自ら墓穴を掘ったと思うか？昭栄、元彼、千には功こそあれ、罪はない。父上、なぜですか？明らかに義君の罪でしょう。安し王殿元は今、口先一つで、天元第一の怪力無双を退けたのです。これを功績と言わずして、何と言いましょう。余王殿元、お元狩りになった方がよろしいかと。恥知らずな子供が、貴様を殺さねば、この姫の気が済まぬ。第二局、受けて立つ勇気はあるか？もちろん。もちろん。こいつに度胸などない。この第二局は、当然、この私が、大張第一の使い手として出る。構わぬ。貴様を殺してから奴を殺すまでのこと。拡大鏡、出番です。
この者は誰だ？兵元、遊興の各界にございます。その武功は天元無双。あまたの者を葬り去り、一度として敗れたことがありません。遊興の各会か、到底。私では太刀打ちできぬ。どうすれば、負けを認めるわけにはいかぬ。だが死ぬのはごめんだ。長男よ。どうしたのだ？父上。急に腹痛がして耐えられません。これでは戦えそうにありません。者とも、急ぎ軍営に伝令を飛ばせ。勝利を収める者がおれば、万国王に封じよう。兵元、無駄でございます。大張広しといえど、彼に勝てる者はおりませぬ。塩弟よ。昨日は、あんなに出陣したがっていたではないか。お前が戦え。老子を死なせる、絶好の機会だ。何としてもあいつをそそのかして戦わせるんだ。俺だって戦いたいが、勝てなかったらと思うと怖いんだ。おい、塩弟、お前の知略なら、必ず、また奇跡を起こせるはずだ。もちろんだとも、お前が成功しさえすれば、大使の座は、お前のものだ。急になんだか、肩が凝ってきたな。さあ兄上が肩を学んでやろさあさあ、背中も少し痛むな。う。に兄上が、背中を叩いてやるぞ。足が重いですよ、兄上。兄貴が、足をさよんでやろう。兄上たちがこれほど聞き分けがいいなら、この一戦、俺が出よう。聞き分けがいいだと、死にに行くがいい。老子は、鶏を縛る力もないほど非弱だぞ。これでは死にに行くようなものではないか。兵元、お待ちください。安潮は無謀な真似をする男ではありません。おそらく何か策があるのでしょ名を名乗れ、この各界、名もなき者は切らぬ。大張りの安潮、商戦とは、俺のことだ。貴様があの廃物王子か。俺の剣は、海外の貫徹より、鍛えられし者。髪の毛さえも断ち切る鋭さ。刃渡り3弱3寸。重さは6斤資料。今日、それが廃物を切るために使われるとは、実にもったいない話だ。俺の銃は、長さ9寸。成功によって鋳造され、口径は4センチ。100歩いないなら、100発100中。猟犬を仕留めるのが専門だ。今日貴様を殺すにはうってつけだな。死ね。一つ真理を教えてやろう。悪役は喋りすぎて死ぬものだ。各界が動き出すぞ。あいつはもう、終わりだ。卑劣な奴め、八つ先にされるのを待っている。上昇、老子が手に持っているのは何だ？う。兵元、老臣にもわかりかねます。老子が各界を殺せるはずがありません。拡大鏡、商戦。貴様なんて卑劣な真似を、不意打ちで人を傷つけるとは。愛しのガツちゃん、聞き捨てならないな。生死をかけた決闘だぞ。あらゆる手段を尽くすものだ。俺は一度も言っていないぞ。暗家を使ってはいけない、などと。どうですか兄上たち、期待を裏切らなかったでしょ？ひとまず、その獲物をしまえ。他人に当たったら危ない。千治、やはり期待を裏切らなかったな。大張りに安潮あり。これぞ天の恵みであるな。兵元、おめでとうございます。蘇我公主、この2戦目も、我々の勝利です。次の1局が、決勝戦となります。貴公、次はどう競うつもりだ？造作もありません。小兵騎一戦を率いてきました。そちらも1000人出してください。我が精鋭都人を組み、殺し合っていただきます。全滅した方が負け。ということにしましょう。ただし、暗器の使用は、禁じます。兵元、小兵騎といえば天元最強と、名高い精鋭部隊ですぞ。どうやら即には、本気で勝ちに来ているようですな。長男よ、どう思う？父上。小兵騎の戦力は、天も無双。3倍の兵力でも用意せぬ限り、勝機はございません。それでも戦う勇気はあるか？父上が戦えとコールなら、好みを捧げます。されど、もし不覚を取れば、二度と父上に高を尽くすことは、叶わぬでしょう。次男よ、お前はどうだ？父上、戦いたい気持ちは山々ですが、遺憾ながら、力が及びません。大事を損ねて、廃寺大事。私は、急場の道に疎く、到底、受ける勇気はございません。まったく、どいつもこいつも陳の自慢の息子だ。者ども、陳の槍と馬を引け。陳が自ら恩が申請してくれるわ。父上、なぜ私にはお聞きにならないのです？お前は十分によくやった。あの暗器が使えるとなれば、死にに行くようなものだ。大張りの未来は、お前にかかっているのだぞ。ここは陳に任せよ。父上、小兵騎など恐るるに足りません。奴らなど眼中にありませんよ。我が家寿司王府の護衛隊で、10分勝てます。王府の護衛だと。騎兵は何人いるのだ？歩兵は？安市王府の護衛は、総勢100名。全員が歩兵。騎兵はおりません。一戦の騎兵に対し、
わずか100の歩兵だと、卵を岩にぶつけるような真似をする気か。どちらが卵で、どちらが岩か、ぶつけてみなければわかりません。飛天虎に伝えよう。一人残らず叩き潰せとな。立ち向かってくる敵すべてをだ。上昇、あの安潮は一体、何を金でいるのでしょうな。兵元、私にも見当がつきませぬ。これは正真正銘、真っ向勝負の殺し合い。奇策で勝てるような状況ではありません。どうやら安潮の奇跡も、ここまでのようですな。ハリミカド兵元、勝負の決着がつく前に、申し上げたいことがございます。申してみよ本日の日比べで、貴殿らはすでに、生徒長の肉煮を怒らせた。そこに我が職にも加われば、まさに味方を敵に囲まれたも同然。西比べを口実に、我が大張りの上地を狙い、ついでに、我が大張りと、清張の間に、不和の種をまく、この一石二鳥の計略。実に鮮やかだな。針が活情に同意し、蘇平腰の上地を差し出すなら、考えてやらんこともない。高志甲羅を、この危機から救ってやる。さもなく、馬生、そう、趙の三軍で攻め入り、高志甲羅を待ち受けるのは、亡国と絶滅の二文字のみだ。三国連合軍が何だというのだ。攻め込む度胸があればの話だがな。三軍で100万の兵を要して、恐れるものなどあるか。大口を叩くのはまだ早い。すぐ後になっても、同じことが言えるか楽しみだ。兵元のお使いが到着しました。勝負がついたようだな。残念なことだ。100もの塔といい命が、こうもあっけなく散るとは。実に惜しいことだ。一戦の小兵器が全滅するとはな。大月月。さぞかし胸が痛むだろう。私の部隊の小兵器一戦が全滅だと、寝ぼけたことを言うな。報告。場外のお前試合、終了いたしました。安兵庫衛隊の圧勝にございます。死者ゼロ。即国の一戦小兵器は、全軍全滅いたしました。なんと言った？小兵器が全滅だと？そんなバカな。ありえない。信じられぬなら、ご自身の目でお確かめを。私、目が嘘をつく理由などございません。一体、何をしたの？知りたいか？初夜の時にでも教えてやろう。恥知らずめ。何か汚い手を使ったのでしょ？策を浪したかどうかは重要ではない。我が大張軍に、これほどの力があるのだ。お前たち三国連合軍に、我が大張を攻める度胸がまだあるか？恐れるものか。張国ぶり城が、100万の大軍を皆殺しにできるとでも。100万を皆殺しにするのは無理だが祖軍だけに絞れば、殲滅はたやすい。造作もないことだ。おとなしく家で待っていろ。迎えに行ってやるからな。ハレンチな。いつか必ず、細切れにしてやるわ。兵元、辺境より9砲です。清楚町の三国軍、すべて撤退いたしました。即国から返還された2つの上地も、無事に引き渡しが完了しました。我が大張の危機は去ったのだ。我が大張の白刀軍は一騎当選。攻めてくるわけがなかろう。ですが、白刀軍はわずか100人。それを四男坊は5万おると言ったのです。これはペテンではありませんか？できるものならやってみろ。兵は軌道なり、ニアに上のその知能では、一生理解できないだろうな。今回の危機を脱せたのは、安潮の功績が最も大きい。本日より、安潮、商船を第一神の鵜に封じる。黄金1万両を授ける。他は上昇が功により小生。兵元、英断にございます。父公に感謝いたします。商船、すでに第一親王に封じられた皇太子に立てられる日も近い。どうすべきか策を言え。はあ、商船は、最近何かを売りはちいている。グロストッキングとミニスカートだ。儒学者たちは、一様に痛烈に批判しています。ここから攻めましょう。一理ありますな、兄上。この件は、私にお任せを。必ずや商船を失脚させてみせます。二度と私を失望させるな。今日お前たちを呼んだのは、聖の使節が都に来るからだ。使節の身分は決して低くない。聖の大使、聖広だ。今回の目的は不明だ。兵元、聖徒祖は、すでに同盟を結んでいます。我が大張に来るからには、ろくなことではないはずです。戦時、どうも。誰が来ようと関係ありません。ただ一つ。覚えておくべきは、敵が支持する者は、我々が反対し、敵が反対する者は、我々が支持するのみです。実に見事だ。安潮殿元の、おっしゃる通り、理にかなっております。大張に安潮がいることは、国池の福であり、天元の福にございます。はははは。この言葉を、我が大張の、外交と発展戦略の最高指針としよう。兵元、葉王が重大な件がある、と、直々に奏上したいとのことです。重大な件だと？統制。葉王、入殿。
父子、何事だ。直々に掃除をせねばならぬと。父子、安潮に関わることで感化できませんでした。安潮のことか。申せ。安潮が奇妙なものを設計し、女の奇抜な服を、グロストッキングやミニスカート、元木とかいうものを街中で売りはちいております。民の怒りを買っており、決して感化できません。その程度のことか。服を数着売ったくらいで、人心共に憤るとは、何事ですか。父上、ご存知ないのですか。あの衣は、あまりに露出が激しく、風紀を乱し、実に見苦しいものです。多くの文人、仏閣が忌み嫌っております。このままでは、国の根幹を揺るがしかねません。安潮、今の話は誠か。父上、私は実に心外でございます。確かに、衣を売りはしましたが、文人や学者が忌み嫌っているなど、全くの事実無根です。近衛軍が、すでに真相を調べております。近衛軍の統領である、王直を呼びたい。辞させてください。王直、入道のを許す。安潮が、女子の衣を打っている件、何か知っているか。どのもと、お答えします。ハリの国内のことは、金井守がすべて把握しております。この件も承知しております。ならば、早く父上に実情を話せ。兵本、申し上げます。安潮の女子服は、極めて人気があり、特にグロストッキングは、すでに来年まで予約でいっぱいです。借金をしてまで、妻や、側室に買い与えるものが後を絶ちません。義老の女子たちも、グロストッキングとヒールがなければ、客を呼べないほどです。でたらめを言うな。多くの文人や学者が忌み嫌っているはずだ。お前の言うような人気があるはずない。最初は確かにそうでした。ですが、昨日から状況は一変いたしました。特にその文人や学者たちが誰よりも熱心に買っており、何度も品切れに追い込まれております。術任せを言うな。お前の言う通りなら、なぜ街中で来ている者がいないのだ。どのもと、皆様それらを買って帰り、自宅で妻や側室に着せ、自分一人だけで楽しんでいるのです。王直、今申したことは、すべて真実か。兵本、もし一言で申すがあれば、旧族皆殺しの刑に処されても構いません。よう、何か言い分はあるか。父上、あのような破廉恥なものを崇めるなど、まさに羞恥の極み。このままでは、人心は荒れ、道徳は失われます。もうよい。陳は疲れた。皆、元彼。父上、標高校、お待ちを。なぜ父上は、取り合ってくださらぬのだ。昨晩のことです。二人の妃が、安潮の献上した。ストッキングとヒールを履いて、兵本にお仕えしたのです。兵本の御所は、一晩中明かりが消えませんでしたな。上昇も同じだそうです。破廉恥な。実に破廉恥だ。道徳の大敗だ。兄上も、そのうちに、その素晴らしさが分かれば、夢中になること間違いなしですよ。貴様、そのような怪しげなもので、父上をたぶらかすとは、皇后様に報告し、重罪に処してやる。行かない方が身のためですよ。もし皇后様も気に入ってしまったら。ありえぬ。皇后様は、しとやかで気品あふれるお方だ。このようなものを、好まれるはずがない。風紀を乱す、卑猥なものなど。どのもと。さつき、皇后様のお側に仕えているはずが、なぜここへ。よ王殿もと、お答えいたします。皇后様の命により参りました。安志王殿のもとを御所へお呼びするようにとの仰せです。相談？一体何の相談だ。よ王殿もと、皇后様は、安志王殿のもとがお作りになった衣を大変気に入られ、ぜひどのもとに、数着あつらえてほしいとのことです。皇后様にお伝えしてくれ。すぐに伺うと。かしこまりました。どのもと。兄上も一緒に行きますか？ふん。いいだろう。これで終わったと思うなよ。覚えておけ。おっと。これから皇后様に直接お会いして、採寸をしなければなりませんので。いや、少し緊張しますね。どのもと。即にの蘇月公務地が、お見えです。どのもとにお会いしたいとのこと。蘇月か。こちらから幾手間が省けたな。向こうからやってくるとは、俺にそんな魅力があったかな。どのもと、彼女はさっきを放っています。剣も携えていますし、夫称するつもりか？会わない方がよろしいかと。何を恐れる？俺の銃を甘く見るなよ。俺のデザートイーグルを持ってこい。妙な真似をしようものなら、弾丸の味を教えてやる。どうだ？蘇月。即に帰ったのではなかったのか？なぜ戻ってきたんだ？俺が恋しくなったか？白刀軍について調べに来た。正直に答えろ。大張には、一体どれほどの白刀軍がいるのだ？今は100人だ。だが将来的には、10万、
20万になるかもしれん。実に正直だな。未来の嫁さんに嘘はつかないさ。隠したてなどしない。お前の一言に怯え、三国は兵を退いた。我らが再び、剣道従来するとは思わぬのか？私の調べによれば、賊には今、ある危機に直面している。郊外だ。来年は一粒の収穫も望めまい。再び攻めてくる度胸はあるのか？稲子が北上している。数日のうちに、大張の領内にいるだろう。来年、お前たちも同じく、一粒も収穫できなくなるのだ。何を勝ち誇っている？それはどうかな。私には、稲子を駆除する策がある。広大な野内を守り抜けるのだ。笑わせるな。郊外は天才だ。神仏ですら、救えぬものを、貴様ごときが。信じられぬというのか。私は一度に百阿の詩を読み、一騎当選の兵である白刀軍を創設した。さらには、天本第一の遊興、各界を仕留めたのだ。不可能などあるものか。稲子を退治する方がないと？本当に郊外を抑える策があるのか？早く教えて。どんな条件でも、受け入れよ。教えてやってもいいが。ならば今夜は、ここに残って、私に付き合え。死ね。身の程知らずめ、すみ。来い。姫様、いっそ、商船を、即に減らちし、無理やり郊外対策をさせましょう。それは元策だ。よほどのことがない限り、使いの手だ。稲子はすぐ大張に到達する。もし彼に本当に、郊外を抑える策があるのなら、必ず使ってくるはずだ。その時に盗み見ればよい。稲子がすでに大張に到達した。南方の刺繍は、壊滅的な凶作となるだろう。先の洪水も相まって、膨大な数の被災者が出るに違いない。これは兄上にとって、絶好の好機だ。被災民の救済で、手柄を立てれば、皇太子の座は、兄上のものとなる。二人とも、すぐに行動しろ。金と糧食を集め、直ちに救済に当たれ。今度こそ、四男を足毛にしてやるのだ。一気に東宮の首となるぞ。上昇。南方の郊外の状況はどうだ？兵元にお答えします。南方刺繍は、壊滅的な凶作にございます。先日の水害も重なり、各地に流民が溢れ返るやもしれません。現状、事態は極めて深刻です。南方刺繍は、我が大張の糧倉ではないか。来年、大張は存亡の危機に立たされるぞ。この件だが、早急に具体策をまとめるのだ。父子、申し上げます。私は、数日も前から、準備を進めてまいりました。軍資金や食料、物資など、近日中に、南方の刺繍へ送る手はずです。民が混乱しさえしなければ、情勢は安定するはずです。こちらは、私が作成した、対応策でございます。ほう、早くこちらへ持て。慶応よ。まさかお前がそこまで考えていたとは、陣の先を越すとはな。皆もこれを見て学ぶがよい。見事だ。慶応は実に先見の名がある。恐れ入りました。兵元、慶応様の策は完璧でございます。実行可能かと存じます。よかろう。ならば、この件は、慶応に全権を委ねる。全身全霊を捧げる所存です。しかし、影響を及ぼさぬよう、救済の対局に、私は、安潮を告発いたします。父子を、厳罰に処してくださいますよ。父子を、厳罰に処してくださいますよ。安潮を告発するというのが、奴が何をしたというのだ。安潮は、浪費の限りを尽くしております。軍海司を統括する職権を乱用し、軍費を横領したのです。それは誠か。この首をかけて誓います。この親不孝者が、奴をここへ呼べ。安潮、入廷せよ。毎回朝早くから、呼び出しやがって。この時代の連中は、寝るのが嫌いなのか。父号にご挨拶申し上げます。んどー？今日の空気は、なんだか妙だな。安潮。町議が開かれているというのに、なぜ、参大せぬのだ。政務に追われて、つい忘れておりました。金を使うのに忙しいのだろう。私が使っているのは、父公にいただいた褒美です。兄上には関係ないでしょう。無礼者。国難の最中に浪費するとは何事だ。今夜にでも、安氏王府を没収してやる。父公、説明させてください。それだけではございません。安志王は、第一親王の権威を振りかざし、各地に汚水の、陶器を禁じる命を戻しました。そればかりか、すべてを貯蔵して発行させると、各地で、悪臭が立ち込めております。その臭いで、死者まで出ているとか。
上昇。それは事実か。兵元、確かにそのようでございます。しかし、安志王様のなされること、何かお考えがあってのことかと。単なる権力の乱用に過ぎません。存在感をアピールしているだけだ。自己満足の虚栄心に過ぎん。安潮商船、高等無形で、不損千万。本日をもって、一等親王の爵位を剥奪し、剣王に降格とする。いや、剣僧郎にまで格元けだ。6階級も一気に降格とは凄まじい。父上、確かに使い果たしました。賜り物のすべてを、軍費にも手をつけました。残飯を捨てるなとも命じました。ですが、これもすべて守るためなのです。大張の国へ安泰を。ですが、これもすべて、ひとえに、大張の国へを守るためなのです。実に見苦しい。黄金に万両、数万両差軍費を、わずか数日で使い果たすとは、それでよくも行くに。家のためなどと、ほざけたものだ。貴様、謀反を禁んでいるのか。一体その金を、どこに消したのだ。どこって決まっているだろう。あいつの性格からして、道楽三昧で使い込んだに違いない。国難の最中に、これほどの宝刀を尽くすとは、見損なったぞ。南方師匠は、中核ゼロの危機にあるのだぞ。国を憂うどころか、これほど浪費するとは。陳を失望させるな。兵元、安志王殿もと、安志公、これほどのことをしたのには、相応の理由があるはずです。まずは話を聞いてみては、いかがでしょうか。安志公、早く申せ。これが最後の機会だぞ。父上私が言った、すべての出費は、稲子対策のためです。計画を確実に、遂行させるため、あえて周囲には伏せ、極秘に動いておりました。郊外は天才だぞ。人力でどう抗うというのだ。稲子対策は2つあります。1つは、色、元揚げ炒め物鉄板焼きです。2つ目は棒。私が開発した、残飯を発酵させて作った、生物のお薬があれば、作物に散布するだけで、稲子は逃げ出し、死滅させることも可能です。かつて生物のお薬の研究をしておいて本当に助かった。でなければ積んでいたな。おい、頭は大丈夫か？あんな不潔なものを食べられるわけないだろう。まずは見本として、お前が食べてみせろ。だが、もし毒に当たって死んでも、私のせいにしないでくれよ。まずは見本として、お前が食べてみせろ。だが、もし毒に当たって死んでも、私のせいにしないでくれよ。こと向けな。稲子など食べられるわけがなかろう。老子、ふざけるのもいい加減にしろ。父上、私はふざけてなどおりません。者ども、これをもて。父上、この稲子は、どんな味付けにも調理できます。必ずお好みの味があるはずです。うん。なんで食べた味と同じだ。父上、この稲子は天元の美味ですぞ。一口食べれば保証します。病みつきになって止まりません。大胆不敵な父上にこのような不浄なものを食べさせるとは、父上を害するつもりか？父上、こいつはよからぬ企みを持っております。大逆不道な振る舞いです。直ちにこいつを捕らえなさい。父上、私は何も好き好んで食べさせているのではありません。国の最悪を払うためなのです。天元の安寧のためだ。陳も覚悟を決めよう。兵法。父上、絶対にいけません。兵元。父上、早く吐き出してください。お体に触ります。むう、おう、うまい。陳はこれほど美味なものを食べたことがない。なかなかの味だ。実に見事な味だ。上昇殿、父上が毒味をされたのに、何もしないのは無作法ではありませんか。いえいえ、老臣は、年で歯が弱っておりますゆえ、遠慮しておきます。歯の良し悪しは関係ありませんよ。サクサクですから、ほら、食べてみて。では、この老骨、命をかけして、兵元にお供いたします。うまい。香ばしい。実に良い香りだ。深海との皆々も、皆食べてみるがよい。妙なり、妙なり。実に見事な味だ。兄上、お一ついかがですか？本王は天も、特に家を思えばこそ、当然、自ら範を示すべきだな。踏みすぎる。素晴らしい。安潮がまさかこのような
稲子対策を思いつくとは、これなら、救済用の食料もかなり節約できる。実に見事だ。安し王の奇策は、誠に多大なる功績です。たとえイナゴが食べられたとしても、軍費を流用した事実に変わりはない。これは大張の方に照らせば、死罪に値する。彼が軍資金を流用したことは、大張の立法に照らせば、死罪に値します。安しようよ。これについて、何か申し開きはあるか？父子、あの銀は、イナゴの買い取りと農薬散布のための装備に使いました。民が食べるだけでは、到底食べきれる量ではありません。そこで私は、イナゴを乾燥保存する方法を考案し、軍糧へと加工できるようにしました。大量のイナゴを買い上げることで、民の稲、極女に対する意欲を大幅に高めることができるのです。安潮のこの行いは、まさに、類まれなる創業。これほどの功績なら、軍資金流用の罪を、相殺するに足ります。いいえ、父子、それは、彼の言い分に過ぎません。買い取ったイナゴが、本当に軍糧になるのか、誰にもわかりません。それに、あの農薬とやらも、本当に効果があるのでしょうか。そちらに情報が届いているのなら、金位守の方にも、報告が入っているはずです。兵本、南方刺繍の公害について、知らせが入りました。申せ。金位守の密偵によれば、刺繍の官府は、安氏王土の元の記した、稲子食しみなみに従い、民を率いて稲子を食しております。さらに、戦火、ゆえん上の拠点を設け、稲子を買い上げ、軍糧に加工しております。現在、加工済みの稲子軍糧は、1万斤に及びます。例の農薬とやらは、本当に効果があるのか？確かに効果がございます。金位守の密偵が、すぐに目撃しました。はいえ、気農薬を散布した後は、稲子は寄りつかなくなり、作物を食い荒らすことはありません。本当に効果があるのなら、軍糧を充足させると同時に、苗をも守れるのだな。まさに一挙両得ではないか。安潮、そのなんだ。稲子食しみなみとやらは、一体どのようなものだ？父公へ申し上げます。稲子食しみなみは、民に稲子の調理法を教えるだけでなく、より重要なのは、稲子の識別法です。郊外の稲子の中には、毒を持つものも多いのです。すべての稲子が食べられるわけではありません。早くそれを持って参れ。まさか、稲子を食べること一つに、これほど奥深い知恵があるとは、静止を伝える。安潮の郊外対策の功を認め、軍費の流用の件は、これ以上不問に付す。彼の色を、第一と親王の爵位に戻せ。感謝いたします、父上。兵本は秀明にございます。小安子、門の番をしておけ。戻って二度寝をする。蘇月。どうやって入り込んだ？本当に方法があるのか？郊外を抑える方法が。もちろんだ。しかも効果は抜群だ。蘇月。確かに、本気でお前をめとりたいが、今日の君は、少し積極的すぎる。少々戸惑ってしまうな。知りたいのです。郊外を抑える方法を言ったはずです。ともねさえすれば、教えてくれると。盗み見るつもりだったが、即にはもう待てないのです。即にはもう限界なのです。今の即にでは、もう間に合わない。私の方法は、事前に済ませておく。十分な準備が必要だ。即にでは、もう手遅れなのだ。わかっていながら、郊外の解決策を、なぜ教えないのですか？黙って見ているのですか？その民が郊外に苦しむのを、両親が痛まないのですか？見殺しにするとは、人殺しも同然ではないですか？私は針の王子であって、その王子ではない。どうして私が、即に教える必要がある？蘇月。もし心から本気で、私に嫁ぐというのなら、来年の即にの郊外は、私が解決してやろう。新ごと諸君、陳は、昨晩一睡もできなんだ。三つのことが、気がかりでならぬのだ。父子、何を憂慮しておられるのですか？この息子がその憂いをお分かちいたします。陳が憂慮する三つのこと。第一に、南方の内は、守られたとはいえ、先の洪水により、多くの民を路頭に迷わせた。この震災支援は、一刻の猶予もない。第二に、確かに、西、宋、趙の三国は撤退したが、紀の国には、追い抜いて気が越し淡々と狙っておる。第三に、西国の死者が、入国して半月以上になる。奴らは、我が張の塩を5割値上げするというのだ。この価格は、我が張国にとって、断じて耐え難きことだ。調子よ、四男よ。この震災救済の件だが、その方ら、各に州を選べ。
残りの采配は任せる。陳も置いた。そろそろ考えるべき時だ。ハリ国の未来をな。父上。この息子が必ずやご期待に応えてみせます。まさか、本当に大使になれるかもしれんとは、父上、全力で職務に、邁進いたします。父上のご心労をお分けしたく。よい、上昇派のこれ。皆、元彼。その司祭は、天元無双なのだ。兵元、申し上げます。ヤシオは天賦の際に恵まれておいでです。必ずや、勝利を収めるかと、大張りをかの手に委ねることこそ、最善の選択かと存じます。陳は、調子ではないかと考えておる。古来より、君主たる者は、目的のためには、手段を選ばぬ者。あの四男はな、まだ非常さが足りぬ。対して、調子の方は、非常に過ぎるのだ。陳もこの件で頭を悩ませておる。ふむ、天の祭壇に委ねるしかなかろう。お見事です。兄上、この三つの事柄さえ成し遂げれば、あの四男を圧倒できます。東宮に入り、次期皇帝となるのです。難度は高いが、すでに策は練ってある。四男よ。確実に成果を上げられるはずだ。おそらく、そううまくはいかぬ。さあ、弟よ。それはどういう意味だ？君主たる者、縦横無尽な駆け引きと謀略こそが、実務能力より、重要なのです。ですから、兄上、これら三つの仕事を、完遂するだけでなく、自らの知略と手腕を見せつけねばなりません。それこそが、正気につながるのです。三弟の言葉に、実に目から鱗が落ちる思いだ。この三つは、その方ら二人に任せる。俺は、裏で策を巡らせよう。手段はどうあれ、必ず四男を窮地に陥れよ。二度と這い上がれぬようにな。ロノじいさん、これを作れるか？たやすいご用です。難しくはありません。よし。3日で500個用意しろ。御意、どのもと。移行大臣か。どのもと、兵元は、震災救済を命じられたのですよ。救済資金を使って、労働者を雇うなど、何を考えておられるのですか？それに、救済米になぜ砂など混ぜるのです？お前の脳みそでは、説明したところで理解できまい。亀治、俺が新しくデザインしたストッキングとタイトスカートは、もう出来上がったか？早く着替えて、本王に見せてくれ。嫌です。命令を撤回してくださらない限り、被災者を虐げないでください。大胆にも、本王の命令に背くというのか？今すぐ来てくるよう、本王が命じているのだ。命令を撤回しないなら、死んでも従いません。反抗するつもりか。女を甘やかしてはいかんな。甘やかすとすぐにつけ上がる。何を笑っている。早く行け。設計図だ。父公、申し上げます。数日間の交渉の結果、政府には値上げ幅を2割に抑えることに同意しました。他国に対しては、依然として5割の値上げを維持しております。3割も抑えられたのか。慶応度のもと、実に見事な手腕です。年間を通せば、我が大張りにとって、少なくとも1000万両の節約になります。王子殿のもと、実にあっぱれな功績です。陳の予想よりもかなり抑えられたな。KO よ。やはり陳を失望させなかったな。安潮、そなたの交渉はどうなっている？聞き及んでいるぞ。そなたは一度も生の特使に会っていないそうだな。まさか、父将の言いつけなど、眼中にないのか。他のことに忙しくて、すっかり忘れておりました。世の中にただ飯はありません。政国側にも何か条件があるのでしょ？政国の条件は、決して無理なものではありません。ただ、我が国にある要求をしただけです。ありと生の国境にある、臨死要塞の争奪から手を引くことです。臨死要塞を放棄するだと。上昇、どう思うか？兵元、臨死要塞の貴族については、長年そうわれてまいりました。しかし、ここ数十年来、実質的な支配権は、ずっと政国の手にあります。放棄しようが姉妹が、身のところ、大差はございません。上昇の言う通りだな。ならば、塩の購入契約を締結せよ。政国の特使がすでに、どの外で控えております。すぐにも調印可能です。臨死要塞、それは一体どこなんです？一日中、女の品物ばかりいじっているから、臨死要塞を知らぬのも、無理はないな。父公、安潮は、朝から晩まで、凶楽にふけり、父公が命じられた、三つの件も放置しております。父公の静止を、微塵も重んじておりません。厳罰に処すべきです。安潮、そなたは、どうも大し開きをする。陽度のもと、それは全くのデタラメです。私は2、4月も前から、すでに塩を手に入れる策を講じておりました。笑わせるな。2、4月前だと、政府には、まだ値上げを要求してきていなかった。どこに策を練る余地があるのだ。これこそが、
屋敷に入りて危うきを思う、先見の明というものです。お前に話したところで理解できまい。ならば、どのような策があるのか申してみよ。毒塩から再塩を生成するのです。聖国の塩への依存を完全に断ち切ります。口頭無形だ。毒塩など口にすれば即死だぞ。そこから再塩を生成するなどと、数百年の間、天元の塩は、すべて聖国に依存しているのだ。依存を脱するなど、まさに夢物語だ。万が一、聖国の怒りを買えば、取り返しのつかないことになる。お前には無理でも、私にできないとは限りません。お前ごときが私と比べるつもりか。父上、生成法はすでに完成しております。お前坊のすもも懐が証言できます。すもも懐を呼べ。すもも懐、入土のせよ。すもも懐よ。塩党とは、兵元を欺こうとしている。毒塩から再塩を生成できるなどとな。早くその嘘を暴かぬか。兵元、申し上げます。安塩王の元の御言葉に、一点の曇りもございません。そればかりか、その生成法を、この私にご伝授くださいました。聖国の再塩の供給が滞っており、本日、お前棒で使用した再塩は、この私が毒塩から生成したものでございます。これ持て。はははははは。紛れもなく最小だ。兵元、安塩殿の元のこの宗居は、衛星に利をもたらす、計り知れぬ功績でございます。安塩よ。実に見事な驚きをくれたものだ。慶応、聖国の特使に伝えよう。今後、我がハリクには一切買い入れぬ。聖国の最小など、一粒たりともな。いいえ、父上、ありえません。絶対にありえません。この二人は、口裏を合わせて、兵元を聞いているのです。父上は秀明神武で荒らせられる。欺かれるはずがございません。父上、慶応を弾劾いたします。元心をもって国池の安寧を強化しております。おそらく、唐の昔に敵側に寝返っているのでしょう。でたらめを言うな。ちょっと野さんが、ちょっと後、一役の熱き土、一役の魂、お前はことあるごとに、ハリクリの領土である。リーシ要塞を、やすやすと明け渡そうとする。これが通りで、規範国でなくて、なんだというのだ。私は、そんなことはしていません。父上。私がそんなことをするはずがありません。兵元、安塩の言葉は、まさに、目を見開かされる思いでした。老神森、石要塞の割譲を指示しておりました。今は心を引き裂かれる思いです。自責の利根に応えません。兵元、どうか私に、罰をお与えください。そなただけではない。陳も同じ思いだ。反省を生きてきて、今日、教えを授かった思いだ。父上、自責される必要はございません。父上のせいではありません。大江上を罰すれば済むことです。申し訳ございません。私が間違っておりました。面を上げよ。かくかく。目の前の職務に励め。他のことは追って沙汰を戻す。実に忌々しい。手にするはずだった手柄を、まんまと奴に奪われるとは、大江上まで危うく失脚するところだった。もはや堪忍袋の尾が切れた。侮っていた。奴を侮りすぎていた。皆、私を陰険だと言うが、商船こそ、まさに毒蛇だ。牙を向かなければ無害だが、ひとたび噛めば、命取りになる。次に仕掛けるときは、慎重を期さねばならぬ。やらぬなら、それまで、やるなら、必ず息の根をやめる。二度と這い上がれぬようにしてやる。高安子。今日はいい天気だ。平寺を呼べ。本王に笛を聞かせよ。今日は、笑い号高校を聞きたい気分だ。どの元、平寺殿が申しております。どの元が命令を撤回せず、被災民を虐げ続けるなら、決して会わないとのことです。私も笛が吹けます。私がお相手しましょう。お前が吹けるのか？あの小娘め、本王の命に背くとは、お仕置きをしてやらねばな。どの元、お仕置きどころではありません。平寺殿よりも、早く行かないと、そつき姫の方が、聖の特使に、無残な目に遭わされますぞ。お月が次がどうした？聖の特使がここ数日、頻繁に駅間を訪れ、そつき姫につきまとい、脅したり透かしたりして、辱めようとしているのです。聖の特使だと、俺の女に手を出すとは、後悔させてやる。どの元、どこへ？聖の特使のところだ。そつき姫。聖広？即国を救う糧食が欲しいのであろう。問題ない。我が聖国が適正価格で売ってやろう。塩が欲しい場合も同様だ。我が聖国は値上げをせず、例年通りの価格で売ってやろう。条件は一つだけだ。どんな条件だ？俺の女になれ。高王殿のもと、自重してください。俺は十分に自重しているぞ。もし自重していなければ、
とっくに無理やりベッドへ連れ込んでいる。今日まで待つ必要などない。かなりのジャジャ馬だな。気に入ったぞ。かなりのジャジャ馬だな。気に入ったぞ。やめろ。うせろ。俺の邪魔をするな。大張りの縄張りで、良いへの不女をいたぶるとは、死にたいのか？覚えていろよ。俺は聖国の皇王だぞ。次期皇太子だ。土星の皇王だと、聖の皇王がなんだ？聖の皇王がなんだってんだ。商船、もうやめて。彼に万が一のことがあれば、責任を取りきれないわよ。よくも、蘇我さてはグルだったのか。今すぐこいつを殺せ。さもなければ、即利には一つぶたりとも、聖国の塩は渡さんぞ。行きなさい。ここで騒ぎを大きくしないで。小僧、聖国抜きで、俗に貸しを帰ると思っているのか。天元の塩の白割りは聖国で作られている。俺が塩を売らなければ、お前ら全員、塩を食えなくなるんだぞ。その脅しは他でやれ。この商船を脅そうなど、おもん違いだ。商船だと？何様だ？商船。貴様が商船か。そうだ。俺こそが、毒塩の中から、生々塩を取り出した、商船だ。聖国が聖縁を盾に、天元の弱みを握る。日々も、終わりだ。本当に、毒塩鉱から塩を生成できるのか。当然だ。でなければ、我が大張がなぜ、聖国の塩を買わずに済む。やってくれたわね。聖広。道理で、頭と下してまで売ろうとしたわけね。聖国の塩が、売れ残っていたからなのね。うせろ。あんたの塩よ。いくらで売ってくれる？それは君の態度次第だな。期限を良くしてくれたら、当然、安くしてやる。今は3割引きだ。5割引きにしてくれ。なら今夜、俺の心情を温めに来い。スケベ、やっぱり3割引きでいいです。思いますに。3割引きでも十分に安いです。兄上、重要な情報をつかみました。白型な軍に関する件です。四男坊を失脚させられずとも、痛い目を見せるには10分です。すぐに参内しましょう。兵高校、今度は何事ですか？父上があんなに急いで、私を呼び出すなんて。私めにもわかりませぬ。どのもと、とにかく大急ぎを。兵元の顔色が優れませんので、まったく。今回は別のことではなく、純粋にどのもとが怒らせたせいです。私が？まさか。最近は何もやらかしてないはずだ。うわぁ、重苦しい雰囲気だな。ただことじゃなさそうだ。安塩よ。白刀軍の訓練はどうなっている？父上にご報告します。白刀軍の訓練は、すべて順調です。近いうちに、無敵の軍勢となるでしょう。その通りだ。養豚や虚勢術に関して言えば、確かに、お前たちは天元無敵だな。どういう意味だ？しらばっくれる気か。いいだろう。ならば、俺が教えてやる。厄介なことになったぞ。とんでもない大事だ。お前は大変なことをしかしたんだ。父上、白刀軍は訓練に専念せず、あろうことか、養豚技術を研究しています。特に、白刀軍の首相は、起点虎は、至るところで、解いて回っています。母豚の産後ケアなどというものを、軍としての対面はどこへ行った。さらに、奴らはあちこちで、豚の虚勢術を広めています。せっかく元気に育っている豚を、虚勢してしまうとは。断じて許しがたい暴挙です。まったくだ。あまりにも残酷すぎる。てっきり、どんな大事かと思えば、そんなことか。愛すべき3番目の兄上。兄上は、豚の虚勢が残酷だと？当然だ。非道極まりない。いや、火豚道的と言うべきか。このままでは、天元の人々に必ずや、蔑まれるでしょう。ならば、人間を虚勢するのは、残酷ではないのか？兵高校、あなたはどう思われますか？私めはただ、兵元にお仕えするためでございます。これをどうして、残酷などと言えましょうか。三親。そのために、安塩を弾劾するのか？いえ、父上。私たちが申し上げたいのは、四男が白方、ナ軍の訓練を怠り、豚の飼育などという高等無形なことで、白刀軍を誤った道へ導いたことです。もと心があるに違いありません。彼を疑うに足る理由があります。すでに敵に寝返ったのだと、父上。直ちに、彼を捕らえ、投獄してください。ほう？まさか、私の
濡れ衣を着せる極意を学んだとはな。豚の虚勢が馬鹿げているなどと誰が決めた？豚をおとなしくさせるだけでなく、肉付きも良くなります。臭味もなくなります。養豚技術を向上させれば、軍隊に供給でき、毎日肉を食べられるようになります。肉を食わずに戦などできましょうか。さらに重要なのは、これによって、父上の偉大な功績を打ち立てられることです。ほう。四男よ。詳しく聞かせよ。四男よ。詳しく話してみよう。父上、私の養豚技術が広く普及すれば、そうなれば、豚の生産量は格段に向上します。豚肉の価格も大幅に元がるでしょう。臭味がなくなれば、最上級の肉となります。民が皆、肉を食べられるようになれば、父上のご恩に感謝せぬはずがありません。天元の民が皆、肉を食らえるとは、もし誠に実現できるならば、兵元の功徳は、凌駕するでしょう。過去のあらゆる聖人をも、王直、安潮の養豚技術は、真実なのか？兵元、申し上げます。金位守るの、掴んでいる情報によれば、安志王殿の元の御言葉は、すべて真実でございます。いささかの虚偽もございません。よいぞ。陳は、天元の民に代わり、安潮の偉大なる宗居に、感謝しよう。この件はここまでとする。隊長せよ。陳自ら、この目で確かめたい。安潮の養豚場をな。父上、もし私が育てた豚が、幸運にも、父上の龍眼を拝し、父上の龍恩に浴びすれば、必ず安子やかに、成長することでしょう。父上、お待ちを。私は安潮を弾劾いたします。さらに弾劾を、兄上、そこまでして、私を追い詰めずとも良いでしょう。兵元、私は安潮を弾劾いたします。通りて、批判逆の罪です。義の五千の鉄騎兵が、国境に泊まり続けているのは、虎視眈々と狙っているのは、すべて彼と、深く関わっているからです。兄上、そんな大それた罪を勝手に着せないでください。まさか安潮が関わっているとは、信じがたいことです。慶応よ。安潮と競い合っているのは、承知しているが、だが、むやみに人を陥れてはならん。陥れてなどおりません。たった今、報告が入りました。安潮は承認を介して、3000金もの兵糧を、義の軍勢に、売り渡したのです。これが通りて規範逆でなくて、なんだというのです。慶応よ。これは重大な事態だ。証拠はあるのか？証拠はあるのか？もちろんございます。間もなく届きます。もうすぐ到着します。安潮、慶応の言ったことは真実か？さすがは兄上だ。実によく調べておられる。安潮殿の元が、本当に義と通じているのか？まさか、ありえん。安潮、落ち着くのだ。私は決して信じませぬ。どの元がそのようなことをするとは。感情的になっているのではありません。本当にやったのです。皆も聞いたであろう。父上、お聞きになりましたか？本人が認めました。本当に義と結託していたのです。これは反逆罪です。直ちに処刑を。商船よ。陳はお前に期待していたのだぞ。まさか、かようなことをしでかすとは。失望したぞ。者ども、出会え。この反逆者を直ちに捕らえよう。お待ちを。兄上の証拠も届くでしょうが、火災からの軍報も、そろそろ届くはずです。火災の軍報などデタラメだ。見苦しい悪あがきはやめろ。火災からの軍報です。火災軍、大将、義の五千の鉄騎兵を撃破。火災は出兵すらしていないのだぞ。大将などありえぬではないか。デタラメをもうすな。火災軍はわずか3000だぞ。いかにして、義の五千の鉄騎兵を殲滅したというのだ。誰が広めた噂だ。その者の首を跳ねてくれる。貴様は軍法を読みもせずに、何故、虚偽の報告だと決めつけるのだ。お前の兵が不甲斐ないからといって、我が軍も同様だとは限らぬ。笑わせるな。火災軍は、西道軍の指揮元にある。いつから、貴様の軍になったのだ。軍報をよこせ。実に良い。実に見事だ。上昇。皆に伝えてやれ。安潮が義の鉄騎兵に売り払った軍領には、毒入りの稲子が混じっていた。それを食した義の鉄騎兵は、1000人近くが毒死したとのことだ。さらには、久刀軍が安潮の開発した手榴弾を携え、義の鉄騎兵を吸収し、無数の敷図物を出した火災の守備軍も混乱に乗じて攻め立て、白刀軍と共に、義の鉄騎兵を全滅させたのだ。ありえん。絶対にありえん。白刀軍は1000に満たず、火災軍はわずか3000。いかにして全滅させられようか。5000もそぎの鉄騎兵を、奴だ。奴に違いない。
貴様、火災軍と結託して、虚偽の報告をあげたな。金位守るからも、商法が届いたぞ。5000の義軍の首が、興味として気づかれ、辺境で敵軍を威圧していると、もはや疑い様のない事実だ。医薬の中に刑を巡らせ、荒の外に勝利を消する。四男よ。真にこれほど大きな驚きをくれるとはな。このような不正室の功績、同胞美を剣和すべきか、迷うことだ。何か望みはあるか。もうしてみるがよい。すべては、父上の導きによるものです。父上が掲げられた3つの大事あればこそ、私はただ、命に従ったに過ぎませぬ。ならば褒美は後回しだ。3つの大事を、すべて成し遂げた後に、まとめて褒美を剣和そう。残るは震災の救済のみ。陳をさらに、驚かせてくれることを期待しているぞ。3つの大事のうち、商船はすでに2つを成し遂げた。たとえ我らが救済活動で、いかに成果を上げようとも、奴には勝てぬ。まだわからぬぞ。これからどうするおつもりですか？もはやどうでもよい。だが、我らが奴の弱みを握り、徹底的に叩き潰せば、その時、父上は兄上を選ぶしかなくなる。東宮の主となるのだ。慶応よ。急ぎ町議を招集したとは、いかなる要件だ。父上、申し上げます。私は、安潮を弾劾いたします。3つの大罪がございます。また私を弾劾するのか？兄上、これまで何度弾劾されましたかな？少しは趣向を変えてはどうです？安心しろ。これが最後になる。すべてを終わらせてやる。3つの大罪だと。申してみよう。父上、第一の罪は、救済資金と、領職の着服です。第二の罪も、同じく、救済に関わること、被災者への虐待です。天の怒りと、民の恨みを買い、暴動寸前の事態を招きました。兄上、それは誇張が過ぎませんか？お忘れですか？これまでのことも同じようにおっしゃって、結局は赤恥をかいたことを。今回は別だ。救済品の着服に、被災者への虐待と暴動の扇動。これらはいずれも重罪だ。続けよ。調べがついております。安潮は、救済用の領職に大量の砂を混ぜたのです。名目上は10万金の領職があるはずが、実際には8万金しかなく、丸々着服しました。2万金もの領職を。米に砂を混ぜるとは、実にもって言語道断。では、被災者への虐待とは、いかなる自由だ。被災者への虐待とは、いかなる自由だ。父上、兵元が救済を命じられたのに、安潮はあろうことか、被災者たちに対し、重労働を条件に、金品を与えました。これが虐待でなくて、何だというのです。危うく民衆の怒りを買い、暴動を招くところでした。この件については、金井守も、すでに把握しているはず。その通りだ。安潮に関する件は、金井守も掴んでいる。把握しておきながら、なぜ事実を報告せぬ。まさか、貴様ら金。今守が、とうに安潮に買収されている。謀反を着てて、失敗したのだ。兄上、そうやって濡れ衣を着せるのはやめろ。応答料は間違いなく、父上に、すでに報告済みだ。ただ父上は、私の行いが正しいと判断し、不問に付されただけだ。うん。笑わせるな。お前が正しいというのなら、この世に、間違いなど存在しなくなる。父上は民を、このように慈しまれているが、惜しいことに、今、兵元のこれまでの一斉の英明が、こいつの手で台無しにされようとしている。安潮の言う通りだ。陳は、確かに、彼のしたことは、正しいと思っている。上昇も同じ考えだ。父上、老いぼれて正気を失ったのですか？彼は国の根幹を揺るがしたのですよ。ブレイシャ。父上、出現いたしました。私には理解できません。上昇よ。彼に説明してやれ。兵元、災害救済のたびに着服や横領は避けられぬものです。被災民の手に渡る食料は結局のところ6割しか残りません。しかし、食料に泥や砂を混ぜれば役人たちはそれを嫌がり、二度と横領しようとはしません。金井守の調査によれば、今回の安潮が担当した食料は全て行き渡りました。被災民の手元へ。一方、陽王が担当した分はわずか5割しか配布されておりません。上昇。それはへりくつです。泥や砂が混じっていては、民はどうやって食べるのですか？泥や砂が混じっていても、民はどうやって食べるかと。食料に泥や砂が混じっていても、植えた民なら食べられます。しかし、汚職役人どもは、とても口にできません。これこそが安潮殿元の、深遠なる知恵なのです。私は心底感服いたしました。民に労働をさせ、
食料を得させる件については、移行大臣という救済策です。これもまた、安潮殿の元による、稀に見る、総挙と言えます。納得できん。民を虐げているに等しいのに、なぜそれが、希代の総挙になるのだ。同じ食料でも、ただ配るだけでは、民の命をつなぐだけで精一杯です。しかし、この策ならば、民の命を救うだけでなく、さらには防げます。彼らの怠慢を、建設事業に関しては、最も恩恵を受けるのは、やはり民草です。これこそが、前代未聞の快挙ではありませんか？確かにその通りだ。安潮は大才である。見事だ。この旅の総挙は、実に、簡単の至りである。安潮の最地は、陳も及ばぬ。彼は、陳の師となるに足る。終わった。兄上、負けてしまうのでは？兄上、焦るな。我らには、まだ、最後の好機がある。必ずや一し、報いれるはずだ。父子、感謝いたします。上昇、感謝する。初心、感謝する。お褒めに預かり光栄だ。だが、私はただ、巨人の肩の上に乗っているに過ぎぬ。手柄を独占するつもりはない。それより兄上の顔色が、いささか優れぬようだが、もしや、どこかお加減でも悪いのか？ああ、そうだ。私に3つの罪があると言っていたな。まだ2つしか聞いていないが、最後の1つは何だ？当然ある。調子に乗るな。この最後の罪こそ、貴様を死に追いやるものだ。相変わらずの自信だな。前の2つの時も、そうやって自信たっぷりだったが、結局は、返り討ちにあったではないか。この最後の罪は、大張りの存亡に関わる。たとえ新選が降臨しようとも、貴様を救うことはできん。新選が降臨したとて、貴様を救えはせんのだ。その3つ目の罪とは何だ？早く申せ。父子、王は今朝、情報を得たばかりでございます。聖国が30万近い大軍を動かし、我が大張りに侵攻してきております。その原因は、商船が、聖の特使、聖広氏を追う出したことにあります。聖国は宣言しております。商船を処刑せねばならぬと、さもなく、馬鉄兵はせぬ。大張りを滅ぼすと脅しているのです。聖国からの国書も、今こちらへ向かっており、近日中に届くはずです。30万の大軍。我が大張りは危ういぞ。聖国は兄弟だ。大張りでは太刀打ちできん。安潮殿の元は決起にはやりすぎた。30万もの大軍、誠なのか？兵元、金位守るから報告が入りました。確かに、慶応の申した通りです。聖国がすでに出兵いたしました。この聖国は、元来強大な国、いかに対応すべきか、皆、意見を申せ。父上、聖の要求は、すでに明白です。安潮を処刑しさえすればよいのです。安潮がダサいとはいえ、聖側の要求は、確かに度を越しています。しかし、大張りのため、父上、早急な決断を。兵元、早めにご決断を戻すべきです。上昇よ。お前はどう思う？兵元、安潮殿の元は確かに少々衝動的でした。聖広氏は、聖国の次期君主です。どの元が傷つけたのは、聖広個人の顔ではなく、聖国という国家の面目です。そこで、提案ですが、まずは安潮殿の元に、罪己みことのりを書かせ、聖国に公的な謝罪をさせましょう。その上で、賠償の協議をなさってはいかがかと。それも一つの手ではあるな。商船よ。強敵を前にして、国のために、お前に折れてもらうしかない。今の聖帝の言葉は絶対です。決して受け入れはしないでしょう。お前たちの提示した条件など、塩弟よ。国のために犠牲になってくれ。すべて奴が招いた災いだ。処刑されて当然だ。死んで当然だ。戦う前から臆病風に吹かれるとは、よくも平気な顔で、この朝廷に立っていられるな。心底失望したぞ。聖国は兄弟で、愛土町も、傍らで虎視眈々と狙っている。何をもって戦うというのだ。お前の無念は分かっている。だが、大張と聖が一度開戦すれば、そう、趙、義の御国が決して傍観はせぬだろう。そうなれば、四角国による大張攻めとなる。取り返しのつかない事態になるのだ。父上、もしそが、大張と同盟を結んだら？そこにはすでに、聖都同盟を結んでいるのだぞ。聖都同盟を結んでいるのだ。どうして我が、大張と結ぶというのだ。そんなことは分かっている。ただ、これだけ答えてくれ。もしそが、大張と同盟を結べば、整はそれでも、大張を攻める勇気があるか？ハリソが同盟を結ぶとは、兵力は50万を超える。聖といえど、大張は攻められまい。よろしい。兵元、お願い申し上げます。その講習にお目通りを、私に説得の策がございます。外張を同盟させるための策が。蘇月公主、なぜ貴様の言うことを聞くと？比べ合いに負けたからとでも、本気で思っているのか？蘇が約束を守り、彼女を貴様に嫁がせると？実にめでたいやつだな。さすがにそこまで甘くはない。ただ、
そう救うことができるのだ。来年訪れる飢饉の問題をな。貴様が救うだと？その来年の飢饉を、まったく、肩払いたいとは、このことだ。その程度の知能では、説明しても無駄だろうな。平本、どうか、直ちに蘇我つこう。主をお呼びください。公主は僧が最も信頼するお方。彼女ならば、必ず代弁できるはずです。魔法を適意しよう。ならば、一度試してみるがよい。その施設、お目通りを。ハリミカドヘイモト、このように急ぎで呼び出すとは、何か良い話でも？我がハリクには、外同盟を結びたい。その相談のため、公主を呼んだ。聖が30万の兵を挙げ、ハリへ攻め込もうとしている。そのハリが今、外同盟を結びたいとは、ハリミカドヘイモト、そう道連れにするおつもりか。そうを侮るのも、いい加減にしてください。公主。それは誤解だ。これは父上の意向ではない。安潮が豪語したのだ。公主に同盟を認めさせることができるとな。一体どこから、その自信が湧いてくるのやら。他の者の言葉なら、つゆほども興味はないが、安潮の言葉とあらば、少し話を聞いてみたいものだ。お月月、顔を立ててくれて感謝するよ。前にも言ったはずだ。蘇は公害に見舞われ、来年は作物が全滅し、大飢饉が訪れるとな。だが、俺なら、その問題を解決できる。冗談を言っているのか。本気だ。自国の糞さえ、余剰な食料がないというのに、何をもってそう救うつもりだ？郊外に洪水、ハリへの打撃も相当なはず。わずかな食料でさえ、蘇に回す余裕などないはずだ。行ル通りです。兵本。我が大張りとて、自国の民を養うので精一杯。蘇に分け与えるなど。老子よ、食料を持って、外同盟を結ぶなど、朕も承知いたさぬ。この座に座り続ける、劉位のために。民が飢え死ぬのを黙ってみてはおれぬ。父子、ご安心ください。蘇国の危機を救うのに、使う必要はありません。ハリ国の食料など、一粒たりとも、ただ紙一枚あれば10分です。紙一枚が黄金でできていようと。何の役に立ちましょう。安潮殿もと、私を愚弄しているのですか？この紙は、この紙。なんと、我が即二の戦士より、10倍以上も優れている。どこで手に入れたのですか？私が発明したものです。もちろんです。この紙の製造工程は極めて簡単で、コストは即二の戦士の10分の1に過ぎません。販売価格は即二の戦士の数十倍にもなります。しかも原料は、ただ、即に二次製する足で10分です。幸い前世で製紙術を深く研究していた。さもなく馬根、日は難しかったな。今の話、すべて真実なのですか？もちろんです。即二がハリ国との同盟に同意すれば、すぐに製法を伝授しましょう。戦士は即二の経済の命綱、私の製紙術を使えば、即二は今の数十倍は稼げます。食料の調達などたやすいことでしょう。もし私が首を縦に振らねば、あなたが自ら紙を作り、完全に立つのですね。我が即二の経済の命運を。お月がつ、そんなに単刀直入に言わないで。そつき姫、決して奴の出任せを信じてはなりません。奴は、あなたを騙しているのです。兄上の言う通りだ。天元にそのような、神業のごとき、製紙術など、聞いたこともない。詐欺に決まっている。詐欺に決まっている。私に証明してみせて。邸内に小さな工房を作ってあります。ご案内しましょう。いいでしょ？さあ、どうぞ。ハリミカド兵元、父公を説得いたします。この、安潮の製紙術と、引き換えには理想同盟を結びましょう。総派兵を出し、生を牽制します。ハリ国のこの危機を救いましょう。そつき姫、決して奴を信じてはなりません。騙されてはならないのです。私、蘇我のやり方は、必要ない。慶応度のもとに心配されるまでもない。よい。実によい。チンハマっておるぞ。蘇我公使からの朗報をな。待ちなさい。製紙術を渡してほしいなら、もう一つ、条件がある。どんな条件だ？私の妻になれ。いいわ。ただし、側室は、嫌よ。蘇我公主。これより、我がハリ国と即には、同盟国となる。永辱を共にし、存亡を共にするのだ。我が即国の敵機は、すでに聖国の国境へ向かわせた。さらに親書を送り、ハリ国への侵攻を禁じた。さもなく馬即国の敵とみなすと。よい。
実に良い。陳はここに遷する。使用時、商船を皇太子に封じ。陳に代わり、国を治めさせると。天元は広い。陳も見て回りたくなる。ああ。父子、感謝いたします。兄上、大丈夫ですか？兄上。兵元、英断でございます。韓国大使殿のもと、おめでとうございます。